はい、五感バナナ3番す。まだ3番す。今日は放送事故はないですね。残念ながら。はい、ということで始まりましたが。まあね、そんなすぐ、じゃあ発表しますって言ったらあれなんで、軽く雑談してからやりたいと思いますけれども。今日はね、すーじさん、引っ越し業者にね、まとめて、なんか見積もりお願いできるサイトに登録して、そしたらね、なんかメールはまあまあ返ってきたけどね、電話は2社からしか来なくって、ちょっと拍子抜けしたんですけど、で、さっきね、配信始めるギリギリ前に1社電話があって、でもなんか、明日見積もり来るんですよねって言ったら、じゃあその2社が微妙だったら、ちょっとうちに連絡くださいとか言われて、なんだこいつやる気ねえなと思って、もうこいつはダメだって。だから、ね、電話してきてくれないとお願いする気になんないし、明日ね、なんなら2社同じ時間帯に来て、バトられるから、すごい、ちょっと心配なんだけど、スージーさん。前回っていうかね、こっちに来るときに、福岡で見積もりをしてもらった時はね、もう朝一で来たとこが、もう今ならこの格安料金でやるんで、もう後から来るやつ全部断ってくださいって言われちゃって、だからね、ちょっと気まずいながら来た人ね、みんなすいません、もう決まっちゃいました、つってね、断ってやったから、まあ、今回初めてのバチバチを見せていただくということで緊張しております。まあそんな感じですかね。一応予定としては年末に福岡に帰って年越しは福岡でしたいなと思っております。なんでかっていうと、住民税の関係ですね。なんか県またいで引っ越しちゃったら住民税ね一括で1年分請求されるからね。去年それでびっくりしたんで、去年じゃない今年か、いや去年かだからね、今年じゃない来年分1年分急に一括で払ってくださいとか言われたらさ、めっちゃきついじゃん。だからね、だから早く帰ろってなりましたね。まあ生活費の問題もありますし、さっさと向こうでお仕事見つけないといけないので。おが3番す、や3番す。なんでな、まあ年越し、年末年始はね、福岡にいるんで、配信環境がちょっと劣悪になるんですけど、まあ劣悪って言うと言い方あれだけど、ちょっと犬の声とかね、お母さんの声とかが入りかねないんですけど、あとお父さんのくしゃみとかね。まあそこはご了承ください。いろんなのがもう混じってね、大変なことになりますけれども、まあ賑やかな家族やなと思っていただければ幸いです。まあそんな感じで、まあ。じゃあちょっとずつもうやっちゃいますかね。とりあえずまず隠す用の数字ママパパ共演まあちょっと声が聞こえるぐらいですけどね。画像、まずね、ちょっとこれ隠す用の画像。で、その後にスライドを出しまして、今これもう出てますんで、これとこれをこうして、これを、ここをずらしていくと、これ検索項目。このように、これ、文字今のとこどうですか？見えてますか？これで。ここ、検索項目。これカーソル映ってないんだわ。上がね、左から検索項目、基準値、単位、今回、前回とありますが、前回のちょっと結果はわからないので、前回の結果見てないんだよね。見てないとか覚えてない。
前の会社に入社する前に一応健康診断受けたんだけど、結果をメモることもなく即提出しちゃったから。で、左側がその検査項目で身体計測、血圧などなど、まあ後からまた出てくるんですけど、でこの身体計測あれですね、身長、体重、あとなんだっけ、なんかその辺、にゃんこ先生万世で、あとね、なんかその下の方にね、なんか要精密検査だのなんだの出てきますからね。その辺も確認していただいて、体重公表全然、だって数字あれはもう軽いもんって言ってもさ、そうだ、ちょっと聞いてみたかったんですけど、本名年齢はね、まあ隠させていただいてますけど、体重公開と聞いてきました性格悪いだろ。ムーくん万世、ローさん万世。もう体重も見せますよ、別に全然平気なんで。ちなみに女性の体重ってだいたいどれくらいだと軽いなっていうの皆さんご存知ですか？まあ身長にもよるんですけど、ちょっとさ、スージーさんの身長と体重予想してみる？みんなどのぐらいかみんな想像してみる？当たっても何も出ないけど、60以下だったら軽いと思う。48ぐらいだと軽く感じます。50キロ以下とか軽すぎと思います。60と、スージーさんの体感だと60はちょっと太ってますね。スージーさんとスージーさんの周りの人の感じだと、まあそうね、55キロ、54とかスリム、ほんと。のなめさん、番数。もう番数の時間よ。こんばんはの番数よ。55キロだと、スージーの家系ではね、スージーの家系では55キロだとちょっとぽっちゃりしてるっていう位置づけになりますけれども、60キロでも写真撮るときにお腹へこませれば大丈夫確かにそうかもしれん。60だと抱えることできる。ほんと。60キロ持てる。お姫様抱っこできる？スージーさんちは55キロになったらちょっと太ったねって言われる。60からマジ60だったらちょっと、うちではデブって言われるまあ他の友達にそういう話したことないかわかんないけどね、実際のとこはデブって言われますね。まあもちろん筋肉質な人はまた別なんであれですけどね。だからめっちゃムキムキの人とか。ご両親はですね、お父さんは身長知りませんけど、お母さんは165ぐらいあります。お父さんはそれより背高いから、まあ、170いくつかあるんだと思いますね。90までしか持てない非力な人間です。90持てたら全然じゃないですか。90キロ持てたら相当じゃないんですか。スージーちゃんなら100キロでもお姫様抱っこできるよ。嘘だけどさすがに100キロの人をお姫様抱っこしたら腰が死にそうやね。ありがとうございます。どういたしまして。で、まず多分身長から、ちょっと待ってね。手元に原本ありますからね。そうですね。まず身長からいきたいと思います。ちょっと難しい。たらん。見えるかなこれ。これ見えてる。ちょっと自分の配信も見たいけど。見えてるね。大丈夫そうだね。じゃあ、スージーは42？それはあれじゃない？ハードル上げすぎじゃないハードル上げすぎじゃない？ 42 って。身長は 160.8 センチありました、今回。でも、スージーさんは、今までで一番高かった身長が 160.3 なんで、0.5 センチ
伸びました。びっくり。自分でもびっくり。かわいい。ちょうどいいサイズ感。160.8 って。どんな感じ？小柄ではないですね。160センチだと多分。小柄なのは、んじゃ48やなって。それどこ基準な？何基準で48になった？にゃんこ先生の42はちょっとハードル上げてるから。ちなみに身長計算したのは何時頃？朝のどんくらい？多分ね9時は過ぎてたんじゃないかな。嘘、52のつもりだった。42とかやべえよね。もう肉と皮しかなさそう。まあ朝っちゃ朝、午前中だったんで、まあちょっとあれですよね、寝起きのバフがかかってますよね。バフがかかって160.8っていうのはあるよね。多分午後に測ったらもしかしたら160.3やったかもしれん。でもそんなさ 0.5 センチも1日で変わるかな。48は10産から推測してみた。10産の体型を見て、なるほどな。まあ52キロだったらまあまあじゃないですか。普通ぐらい。寝起きの方がちょい高いらしい。そうよね。0.5 センチも伸びるんかな、寝起きで。ちょっとあれやんね、なんかどうにかしてさ、寝起きの身長と寝る前の身長測りたいけど、ちょっと一人じゃ無理やね。残念。残念です。身長 160.8 センチでしたので、まあどんくらい？平均よりちょっと高いのかな、わかんないけど、まあでもあれですからね、年を重ねるごとに言い方違うな。なんかさ、最近の若者は背が高いよねみたいなあるから、まあだんだん平均身長高くなりますからね。高いと思う。高い方なんだ。身長測れるアプリある？そんなんがあるんだ。ザ平均。あ、そんな感じか。じゃあいいね。身長分かればこれで街中で当てれます。本当身長だけで当てれるの強くね。あの人 160.8 センチや。ってことはスージーや。やばくない？超やばいじゃん。ねえ、それでは皆さん注目の体重いってみますか。そろそろね。身長でそんなに話膨らまんやろ。皆さん大体まあ予想しておりますが、実際のとこいかがでしょうか。こちらです。ででーん。体重 46.7 キロ。軽って早かった。超早かった。びっくり。これスージーもね、まさかこんなに軽いと思ってなくてビビった。だってこの身長体重で合ってますかって聞かれて、と思ったんや。と思ったけど、でもスージーさん1年間体重測ってないから知らないから大丈夫ですって言ったよね。臓器しっかり全部あると思うけどね、どっかなくなってた。見る前に映ってました。本当？これでは BMI じゃなくて BMI。 ちなみにこの下にね、この身長だったらこの体重が標準ですっていうのが出てるんで、ちょっと映しますけども、 BMI そうだよね。こちら、これが通常っていうかスージーと同じぐらいの身長の人の標準体重だそうです。BMI でした。間違っちゃった。並びがね、ちょっと並び間違っちゃったね。ということで、打ってなるほどね。もうすでにね、もう軽いのは分かってるから打っとけみたいな感じでタイミングよく打ってみた。ちょっとまずい。そうね、約10キロ軽いんでちょっとまずいかもしれない。片手で持てるやん。
それは言い過ぎやろ。 PC メーカーや IBM。 あ、そうなんや。いっぱい食べた方がいい。筋肉がない。どうなんだろう。でもね、スージーさんちょっと前まで工場で働いてまして、結構重いものを持ったりしてたんで、筋肉がないことはないと思うんですけどね。なんなら最近になって、前までこれ持ち上げるのめっちゃ大変やったけど、なんかね、5段ぐらい持ち上げてきつかったけど、今10段積めるみたいな。そういうことあったんで、多分筋肉はね、多少はついたと思うんですけど、どうなんだろう。引き締まってる。そうかもしれん。でもね、別に腹筋割れてないよな。腹筋割れてないし、姿勢も悪いからそこまで筋肉なさそう。ぶっちゃけね。なんかさ、筋肉、ちゃんとさ、こうバランスよく筋肉ついてる人って多分姿勢がいいと思うんだよね。背筋とかちゃんとあって。こんだけ痩せてると洋服選び放題。確かにな。もうね、上ちょっとダボっとしたの着て、で、なんか、足にぴったりはまる、スキニージーンズとかね、買ったらもうそれだけでね、スタイルよく見えるってなるから。で、こう、玄関のとこにね、姿見があるんやけど、それ見た時に、スージースタイルよって最近思った。自分でね。私はスージーさん2人分。あ、本当ですか？まあでも男性はさ、女性に比べて体重重いじゃないですか。筋肉が多いから。まあ身長も高いっていうのもあると思うけど。スタイルいいの羨ましい。まあ、そうですね。ね。まあでもさ、なんかツイッターで流れてるの見たことあるんだけど、なんか男性の理想の女性像と女性の理想の女性像っていうのを見たときに、女性はなんかスタイルのいい女性を理想とするけど、男性はちょっとふくよかな感じの女性の方が好きみたいなのを見たから、ちょっと、女の子にはモテるかもしらんけど、男の人にモテんのかっていうちょっとがっかり感あるよね。腹筋あるとかっこいいけど、第二の心臓に筋肉つける。どこだっけ？ふくらはぎだっけ？よく言われるやつね。そうそう。なんか、二の腕掴んだら気持ちいいぐらいの。プニプニしてるぐらいがいいでしょ。スージーさんも、まあでも、多分、年を取ったら、大体の人が、肉がつくと思うんだよね。だから今痩せてても全然問題ない気もしている。そのうち太るやろうって。除骨見えるの不健康に見えてしまう。どこの骨それ？どの辺の骨かな。でもスージーさん確かに肋骨、それ肋骨って読むんだ。バカなのバレバレやんけ。肋骨、神さんパンス。肋骨か。まあね。外見を見るとき男性が見る場所と女性が見てほしい場所も違うって言います。そうなんですね。まあそうでしょうね。でもね、やっぱね、胸が大きい女性がいると、女性も胸見てしまいますよ、そこはね。わあ、大きいなーって。その面では一緒だと思いますけどね。まあその他ね。漢字読めない数字かわいい。いや、ちょっと数字的にはちょっとそれは嫌なんですけどね。漢字は読めるようになりたいんですけどね。ちょっとなんか、なんていうん、VTuber バカばっかりやんとか思われたくないし。数字脳みそ小さくて軽くなってる。最悪じゃん。脳みその分軽くなりましたとか最悪すぎるだろう。ただ脳みそがなんていうの、どんどん小さくなってバカになってるだけっていう。自分のは別に大きくないですけどね。脳萎縮やばいよね。超やばいじゃん。数字の配信医療従事者いた記憶あるから結構わかる人いそう。なんかね、いたよね。誰か忘れたけど、医療従事者です。まあ今日見に来てるかわかんないけどね。
まあでもできればアーカイブを見ていただいてアドバイス欲しいですね。まあそんな感じで、次がですね BMI になります。 BMI がこちらです。見えますかね、これ数字自分の画面で見えないからちょっと待ってね。自分の画面で見えない。あ、見えた見えた。基準値が 18.5 から 24.9 で、数字が 18.1 だから、まあそんなに悪くないんじゃない？普通の健康体 OK。BMI 低すぎ？これどうなん？ 0.4 ぐらいならギリセーフじゃないんかな？ダメなんかな？普通なのかこれでも。どうなんだろう？見てみようか。 BMI 基準値はそう下回ってるよね。基準値以下。肥満学会定めた基準で 18.5 未満が低体重痩せ、 18.5 以上25未満が普通体重。まあ痩せてるっていう感じなだけなのかな。いくつだと痩せすぎですか？あ、これ見てみよう。16未満だと痩せすぎらしい。スージーさんはまだ痩せ気味らしい。よかった、痩せ気味だって。セーフセーフ。17から18.49 以下が痩せ気味なんでセーフやな。よかったー。16とか何キロになるんかね。30いくつとかやばくない？ 30 いくつとかなったらさすがにやばいよね。恐ろしいよね。多分骨と皮しかないよ。よかったー。よかったっていうのか謎やけどね。筋肉質量とかやけど聞いてる限り全然問題なさそう。ほんと？筋肉は大丈夫そう。まあなんて言ったってさ、30分かけて自転車で通勤してましたからまだ大丈夫ですね。まあ今後次のお仕事とか、まあそれによって筋肉が落ちていくと問題があるんであれですけれども、次どうするかよね。まあ体力仕事じゃないにしてもなんかね、違うところで運動するとかしとかないとですな。まあ今ももうニートだから言うてニートだからなんかしないと。海外のファッションモデル業界で低すぎる、BMI 問題が出てました。ガリガリだもんね、海外のモデルさん。もうあんぐらいしないとダメなのかな。でもなんかさ、まあその人にとってはそれがなんていうの、プライドっていうかさ、それによって自己肯定感とかが高められてみたいのあるかもしんないから何とも言えないけど、なんかスージーさんはなんかモデルとか確かにかっこいいと思うけど、あんなガリガリになっていろんなもの我慢してまでやりたくないよね。美味しいもんは食べたいよね、普通に。なんなら今日もお菓子食べまくってるからねお菓子なんかこれで1週間分ねと思って買ったらさ、もうさ、もうその3つぐらい食べ尽くしちゃって、あと2種類しかないお菓子が。ガテン系は無理やろな。肉体労働、ちょっとした肉体労働ぐらいやろな。スクラッチ買ったんやけど当たると思います。当たると思ってれば当たるんじゃないっすか。スージーさんも当たる気満々ですけどね、年末ジャンボ。当たらない意味がわからないから。あるある、やっぱそうな、お菓子食べちゃうよね。買ったら買っただけ
だから毎日毎日今日はこれよって言って買わないといけないんだけど、もうめんどくさいじゃん、買い物毎日行くのも。だからさ、まとめて買って食べちゃうよね。お腹すいたな、口が寂しいな、もぐもぐもぐってだから今はね、この時よりもしかしたら体重がもうちょっと重いかもしれないですね。1キロぐらい増えてないかな、ワンチャンって思ってますけど。冬は寒いからさ、やっぱ脂肪が欲しいよね。じゃあ次行くか。次なんだろう。福井でいいのか。お腹のあれやね、お腹何センチですかよね。こちらです。基準値が90未満で66やから全然余裕やろこれは。肉何、肉振り袖、二の腕がみたいなことね。でも二の腕さ、あまりにもお肉ついてたらさ、みっともないやん。だからさ、それはダメだよね。肉襦袢って読むの。あ、そうなんだ。肉襦袢はどこに肉がついてんのそれ。まあ66やったらまあ服選び放題やな。ああ、よろしいよろしいのかこれ。90未満って、でも90じゃあどんどのこと何どんどってちょっとよくわかりませんけれども、90未満もう80とかって結構数字の中ではお腹出てるなってイメージあるけど、そうでもないのかな。だっておへそのとこだから骨盤関係ないでしょ。わかんないな、90だったことがないから。まあでも服のサイズ的には66だったら小さめかな、割と。ここの方言か、コートとかジャンパーみたいなやつ。あ、なるほど。まあいわゆるアウターというやつですね。どんどは聞いたことないです。おそらく方言ですね。それではこちら身体計測の判定、まあこれがあれですね、異常なしとか書いてるとこ、判定を見てみましょう。要観察ということであまり良くはないみたいです健康ですとは言い難いらしいです。ちょっと痩せてるねみたいな感じかな。まあでも BMI18.1 ならいいんじゃない。女性大抵そんなもんよ。そうなのじゃあか。びっくりした。ここ要観察なんだ。痩せすぎってアブリエンガオ3番す。思ったよりよろしくなかったですね。まあどうせ実家に帰ったらね、ご飯おいしいって言って食べ過ぎて太っちゃいますから、いいんですよ、ちょっとぐらい痩せてた方が。こういう会社の健康診断は要観察ありがち。そうなんや。まあ要観察ぐらいなら別にいいよね。だってさ、その後なんか受けないといけないわけでもないからね。まあもうちょっと悪くなったらちょっとあれですよぐらいだからね。まあまあまあ。次が血圧ですね。血圧のことはスージーさんはよくわかりませんが、これはもうよくわかんないで全部見ちゃいましょう。てかそもそも健康診断の判定外部に委託してるから気にする必要ない。あ、そうなの？うわー、血圧はもうわかんないで全部出します。こんな感じ。とりあえず見た感じ全部基準値内かな。だよね。基準値内ですので特に問題はないでしょ
もうここはさらっといきましょうね。ということで判定異常なし。ちょっとすいませんね。折り目の関係で暗くなってます。低い。あ、これ低いの？低くね。ボブボブ3番す。こんばんは。低いのか。まあ、そっか。129以下。100あった方がいいよね。多分ね。これ、最高値が。そんなことないか。若干の低血圧なんですか、これは。これ何以上何以下じゃなくて何以下しか書いてないから。私130出たりする。130アウトじゃないの。痩せてる女性だと100切る方多い。あ、そうなんだ。低血圧。あ、これ低血圧なんだ。異常なしじゃないじゃん。嘘ついてるやん。この健康診断の結果。若干異常ありやん。低血圧ってでもどうやって治したらいいの？血圧だからあれをね、なんか血管っていうか血液を送り出すあれですよね。よくわかってないけど。異常なしやけど低血圧ってなんだ？よくないじゃんこれ。そうか、もうちょっと高くないといけない。低血圧の改善には何が必要ですか？よくわかりませんけれども、高血圧の人がどういう生活をしてるかによるか。基本上100下50以下だと低血圧気味。上が100で下が50以下。じゃあ下は大丈夫か。上がちょっと足りないね。動脈硬化進んだりすると高くなる。それはあまりよろしくないよね。バンス、健康診断の結果出たと聞きまして、なぎささんバンス。出ましたよ。今ゆっくり見ております。皆さんにね、アドバイスというか、ここはこうですよっていう解説を聞きながら。寝不足気味の人とかもこんなもん。じゃあ、数字寝不足だったんかな。でもね、割と、スージーさん、早い段階から低血圧はなんとなく言われてた気がする。そう、なんかね、お母さんが低血圧で、家にね、血圧を測る機会があったからね、それを、毎日じゃないけど、まあ気が向いた時に見てたね。あと女性特有のものでもかなり低く出る人も多い。あ、そうなんだ。スーさんの最高血圧、Y の最低血圧より低い。マジ？なぎささん高血圧の人？大丈夫？生活習慣病なるよ。知らんけど。日本語おかしかった。本当？最低が95以上あるんやろ。それは高血圧やない。大丈夫？だって84以下が基準値になってるよ。これ女性と男性で違うとかないよね、別に基準値は。まあでも、下110、上160。それ高血圧じゃないですか。大丈夫ですか？ですね。ですよね。生活習慣を見直してください。どうしたら戻るか知らんけどな。キーボード壊れた。高いよね。やばいよね。なんか特保のお茶とか飲んだらいいんじゃない？なんかあるよね。血圧を下げますみたいなやつ。あれ飲んでみたら。スージーさん、そういえばね、なんだっけ。そう、ブラックフライデーでね、買いたいお茶が2種類あったんですよ。なんか、紅茶と
紅茶とほうじ茶でね、なんかちょっと希少なお茶の葉を使ったやつみたいので、まあ、口コミが良くて飲みたいやつがあったんですよ。ペットボトルだけど。でもマイクを買うために我慢しました。まあどうせあれだからね、実家に帰るから1ケース買っても多分飲みきれないし、実家に帰ってから買ったらまあもうブラックフライデーではないけど、みんなで美味しいねって言って飲むのもありかと思って今回は我慢しました。上はともかく下3桁えぐい方。平気平気年なのでとかって言ったらえぐいって言われてるよ。2万のマイクそう買っちゃったからね、届いても教えないから、なんかあれもしかしてスージーの声変わったんじゃねっていうのをね、ちょっと体感してほしいですね。変わるかわかんないけど、変わらなかったら泣くしかないけどね。キーボードにお茶こぼした入力おかしくなった。こぼすなしお茶。200円かける3枚。それはどうなん？マイナス何枚買ったか知らんけどさ。まあまあ、ゼロよりマシなんじゃない？まあそういうことで。そういや、縁側くん今日餃子だいぶ食べたからキスできません。すいません。ニンニクとニラの匂いでね。歯磨きしても。なんだっけなんかね、なんだっけなんかさ、ブレスケアとかじゃなくて、なんかでね、ちょっとすいませんね、喉が鳴る。なんか臭い食べ物食べても匂いが消えるみたいなやつ見たんだけど忘れちゃった。マジでね、そういうのがあるんだけど、これを食べたら匂い消えますみたいな。忘れちゃった。ごめんね。うちに帰ってきてる方でも3桁全くいないレベル。じゃあやべえじゃん。やべえよ。2000円分買ったの？じゃあ超マイナスじゃん。1400円のマイナス。まあでもそれが後々にプラスになって帰ってくるよ。きっと。後々倍になって帰ってくると信じましょう。ね、次なんだ？血圧の次、これだな。ちょっと一回これを戻しまして。そんで、これをこうして。でもこれ。これ。一回こうして。こうして。数年前に高圧剤飲んでました。低下しすぎてしばらく薬止められてから医者行ってない。行きなさいよ。病院嫌いなんて子供みたいなことしないで。健康診断も行ってないとか言うてたから。これでさえ、一旦ここで終わるか。うわ、尿検査はね、よくわからないな。マートさんバンス、ハイミーさんバンス、スーちゃん大丈夫？微妙い。身体計測、血圧も異常なしと当てたけど、低血圧ということが判明しましたからな。今日の晩ご飯は、マルゲン行きました。お金は縁側くんが出しました。マルゲンって何ですか？大阪の有名なお店なんですか？そうあるのは本当に体には気をつけてください。そうですよ、気をつけてください。ちゃんとお医者さんに行ってください。行かなくてもなんかどうにか。僕も低血圧です。朝辛いですよね。そうですね。朝起きたくないですね。もう起きたくなさすぎて。でもスージーさんね、いつもなんか変な時間に目覚めちゃうんだよね。血が足りてないのですかね。そうかもしれないです、スージーさん。まあ血液検査の結果もこの後発表しますんでね。中澤さん番数。尿検査、タンパク質や血が検出されると要注意。まあ今回の結果はですね、まあちょっとスージーさん特殊な理由があるんで、ちょっと、若干、どうしようもないというか、ちょっと結果がね、あれなので、まあちょっと出すの恥ずかしいんですけど、
マルゲンラーメン知らん人おんの？マジ聞いたことないけど、どこのってか、どこ発祥のラーメン屋さんですか？まあ、スージーさんは、あれだからな、基本的に誘われないとラーメン食べないぐらいラーメン食べない人だから、知らないですね、基本。福岡に住んでたけど、福岡のラーメン屋さんも全然知らんまである。尿検査はまあ、ちょっと、独特ってか、女性特有の理由があるんで、もうこれはあれです。どうしようもないっていうか、要観察出てるけど、まあこれは別に異常なしと一緒やろっていう、これ暗いけど見える血が混じってますようになってるけど、まあこれはシャーなしのあれなんで、さっと終わらせます。はい、次が腎機能。腎機能は何これ？数字身長高い？軽って160.8 高かった。みんなの感じからしたらね、まあ標準ぐらいじゃないやったけど、中澤さんもしかしてあれ、数字と身長同じぐらいの民？血圧見たときそうやろなと思ったけど、やっぱりそうかいって。あ、そうなん？そういう関係ある？女性特有の月1のものが来てたら血圧低いとかある？腎機能は血小クレアチニンっていうものかな？腎機能の方はこちらになります。女性で160代だと高い方だと思ったけど、スージーもそういう認識なんですけどね。今割と身長高い人が多いんでしょうな。まあスージーさんの体感だと、スージーさんより身長高い人、まあ大体どこに転職しても1人2人はいますね。でも小さい人も同じくらいな人もの方が多いかな。同じくらいと小さい人の方が多いっちゃ多い。血圧低いと貧血になりやすいから自然と血圧下がりやすい。なるほどね。そうなんだ。身長高い人態度もでかい。そうな。身長高い人で気の弱い人も見てきたけどな、今まで。そんなに背高いのになんかそんな背中を丸めてみたいな人いたけどね。クレアチニンは 0.68 で、まあ基準値内ですね。問題なし。可愛い人も多い。身長高い人。そうな。それはよくわからんけど。普通ですね。これ。で、その後が、何これ？ EGFR ってなんだ？こちらが 81.0。で、60以上あったらいいって書いてあるんで、これも標準値ということでしょう。ということで、こちらは異常なし。ああ、よかったよかった。めでたしめでたし。よかった。腎機能は大丈夫でしたね。今のところは、まあ、大丈夫ですね。知らんけど。これをここ一回ここまで隠しまして、次のスライドに行ったかな？で、一回これをこうして、よし。検査項目少ない。会社がケチってるんじゃないそれかまあ年齢が若いからかどっちかでしょうね。次が尿と腎臓は関連していますから。なるほど。次が尿酸。あ、これじゃない。このぐらいかな。
尿酸が悪いと何がダメなんですか？尿酸値。尿くらいの誰でも見せれるよね。別に変な意味はないと思います。何を言うてるんや。ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけども。尿酸が高いと痛風になりやすい。痛風ってあれですよね。風が吹いたぐらいでも痛いっていう、とりあえずめっちゃ痛い病気ですよね。痛風なったら辛そうよね。スージーさんはならないと思うけど。痛風鬼痛いらしいで。らしいね。贅沢病。そうなん。贅沢しすぎたらなる。何？痛風予備軍だから怖い。やばいじゃん。やばいじゃん。生活習慣見直して。何が原因なの？何が原因で予備軍になっちゃったの？痛風、血圧内に結晶体ができやすい。血管？見てみようかな。痛風。どうやって見たらいいんだろう。痛風とはでいいのかな。ある日突然、激痛に襲われますって書いてある。ある日突然、足の親指に起こる激痛発作とか書いてあるよ。怖い。やっぱキーボード壊れた。入力操作すると変な画面立ち上がる。どんまい。おじいちゃんもお父さんも痛風。やべえじゃん。やばすぎるよ。血抜く時とかババアなら暇やけど若い人なら話弾む。そうな。ババアでも話弾ませろや。地獄の針山歩いてる感じ。いたぞー。痛風なんて平気。あれもう痛風の人？渚さん痛風持ち？遺伝あるって聞く。本当やばいじゃん。痛風とはある日突然足の親指などの関節が腫れて激痛に襲われる病気で、男性に多い病気です。あ、そうなんだ。この症状は発作的に起こることから痛風発作と呼ばれ、発作が起こると 2,3 日は歩けないほどの痛みが続きます。その後、痛みは徐々に和らいでいきますが、正しい診断や治療を受けずに放置していると同じような発作が繰り返し起こり、発作を起こすたびに病態は悪化していきます。そうなんだ。痛風の背景には高尿酸血症という病気が潜んでいます。高尿酸血症とは体内で作られる尿酸が増えすぎている状態です。尿酸は体の新陳代謝により発生する老廃物です。あ、老廃物なんだ。通常体内の尿酸は生産と排出のバランスを保ちながら一定の量に保たれるようになっていますが、尿酸が過剰に作られたり排出がうまくいかなかったりすると体内の尿酸一定量を超えてしまいます。こうして血液中の尿酸の濃度が 7.0mg なんとかを超えた状態が高尿酸血症です。高尿酸血症はそれだけでは自覚症じゃありませんが、尿酸濃度が高い状態が続くと血液に溶けきれなかった尿酸は結晶化して関節や組織に溜まっていきます。関節に溜まった尿酸結晶に対して免疫細胞が反応し炎症を起こして痛風となるのです。だって。痛風サラブレッド1ミリも羨ましくねえ。痛風より尿管結石の方が死ぬほど痛いです。そうなんだ。そうそう、イメージとしてコップの表面張力みたいなもん。尿酸
かもう無理ってなってね、溢れ出した分が結晶となりというか、痛風はなぜ怖いの？死にもつながる怖い合併症、狭心症、脳筋梗塞、心疾患、脳出血、脳梗塞、いろんなのを引き起こす可能性があるって書いてあるよ。腎臓にも悪影響。痛風の原因は特に食生活が大きく関わっています。尿酸はプリン体が分解されて作られます。よく聞きますね、プリン体。ビール飲みすぎたらいけないよみたいな。プリン体とは細胞の新陳代謝、エネルギー代謝によって作られる物質ですが、食品からもプリン体を取っています。プリン体は高カロリー食、レバーやエビなどの動物性食品、アルコール飲料などに含まれているので、これらの食品の摂りすぎはプリン体の摂りすぎにつながるとともに、アルコールは体内でのプリン体の合成を促し、尿酸の排出を抑制することが分かっています。さらに高カロリー食や多量の飲酒が招く肥満も痛風の大きな危険因子となります。肥満は尿酸の排出を悪くするため、体内の尿酸量が増えやすくなります。だって、尿路結石とかわかるのかな？わかるってどういうこと？尿管結石、出産の痛みと同等。どうなんだろうね。出産したことないからわかんないし、尿管結石ってさ、女性はなりにくいよね。ほぼほぼ男性の病気と言ってもいいぐらいの。話聞いてたら親指に違和感出てきたなんか痛風な気がしてきた。でも結局一番痛いのって失恋した時の一日やろおしゃれなこと言うやんおしゃれなこと言いますね。まあそうかもしれん。スージーさんはよくわからんけどね。尿管結石怖すぎる。怖いよね。痛いらしいしね。結局ストレスで乳酸値上がる。食生活気をつけてもね。出産と同等はエグい。そうよね。出産ってさ、誰かが鼻からスイカが出るくらい痛いとか言うけどさ、想像がつかんもんね。想像がつかなすぎて。石を3回ほど出産していますそうなんだ。もう結構常連さんですね。そもそも尿路が短いから止まらない女性の方は。でもスージーさんね、韓国に留学してた時に、まあまあ体格のいいというかぽっちゃりというかデブというかの女の人、日本人でね、同じ留学先にいた人なんですけど、その人がね、石が詰まって激痛でもだえ苦しんでましたね。スージーはその場にいなかったんだけど、なんかその留学先で仲良くなった子がその人と同じ学校から来てて、でなんか昨日の夜ね、何々さんが急に苦しみだして、で病院行ったんだよねみたいな。ねえ、どうしたんって、なんか怖い病気やったんって言ったら、なんか石が詰まってたらしくてみたいな言われて、それは自業自得じゃんっつって、でそんなんなのにねみたいな、そんなんなのにさ、だからこっちはね食生活気をつけなって言ってるのにまたお菓子食べてんだよとかってめっちゃイライラしてたバカじゃんっつって。スージーもそういう人あんま好きじゃないから、なんか自分に甘々な人っていうか、一回痛い目見てるのに何も変えない人だからね、もうその人は一生病気と付き合っていくんだろうなと思ったけどね。
女性は1日でも耐えれるそうですが、男は1時間もすれば気絶する。激痛。そうなん。でもさ、気絶した方がマシじゃない？ずっと痛いの耐えとくの辛いんだが。気絶したいんだが、こっちも。女性本当に尊敬する。まあそういう面で見るとね。でも気絶したい。そんな激痛。でも気絶しちゃったら赤ちゃん産めないんだよね、多分ね。気絶してる間に出てきてくれないよね、きっと。一目瞭然の生活習慣病。そうなんだよね。もうだって体があれだったもん。すごかったもん。ドーンって感じだった。石は裏白菓子茶、裏白菓子で溶けるそうな。なので裏白菓子茶を飲んでいます。なんか言ってたね。全然想像がつかんお茶やけど。出産中気絶したら、ね。看護師さんに叩き起こされるの。じゃないとやっぱ赤ちゃん出てこないんだ。気絶してる間に出てきてほしいけどね。でもそしたらあれか、生まれましたよみたいのも、ねえ、できないし、生まれたよって言って抱っこできないからあれか、やっぱ叩き起こされるしかないのか。でもさ、大変な人はさ、なんかすごい、出産に何時間もかかるとか言うやん。もうそんなんかわいそうよね。ストレスでも石ができる。そうなんだ。じゃあストレス肩でも。じゃああの人は、あれかな、生活習慣じゃなくてストレスで石できたんかな、よくわからんけど。彼女妊娠したら鳥間おろせ言いながら殴るしかなくねって。なん急に怖いこと言い出す。なんでそんな怖いこと言い出す？そしたら責任取って結婚しなさい。そうなるともしかしたら開くお腹をね。やっぱ帝王切開になっちゃうかな。帝王切開はさ、なんかその、楽って言ったら言い方があれだけど、出るのは早いけどさ、その後がさ、なんか痛いらしいよね。縫ってからさ、そこの傷口が痛むらしいよね。噂に聞くと。だからなんか、かわいそうだよね。でも今、無痛分娩とかいうのがあるって聞くよね。どういうことなのかよくわかんないけど。かなり大変よね。そうよね。やっぱ切ることになったらね、怖いよね。しかもさ、切ってる時に赤ちゃんが傷ついたらどうしようとかも思うしさ、怖いよね、いろいろと。切腹してるから、そうよね。恐ろしいね。怖いわ。2人目も大変って聞く。1人やっても慣れることはないんやね。辛いよね。簡単に2人目欲しいなとか言っちゃダメだね。ポンポン産む人もいる。なんかね、そこも個人差があるとは言うよね。無痛分娩も大変。そうなんだ。無痛分娩がどういうものかよくわかりませんけれども、なんか結局何事も個人差があるからね。うちは簡単に出てきたよとか言ってもねえ、みんながみんなそうじゃないっていう。生まれました。よかったです。それじゃ仕事あるんで帰りますね。そんな暇じゃないんで。そんなやつおるんかなっていうかさ、なんか出産してるとこを見てさ、男の人がなんかそう見とくの辛くなっちゃって見れないみたいなこともあるんでしょとか、なんかそれを見て気絶しちゃうみたいな。やっぱ見ててあれなのかな、なんかなんだろうね、どういう気持ちになるんだろうね。まあ、スージーさんもちょっと出産とかあんま人の見たいと思わないし、自分もできればしない方向で行きたいですね。スージーさんちょっと怖いもん。コウノドリって漫画で自然分娩を強く望む人もいるってなんからしいね。なんか人それぞれだよね。
も1人産んで産道ができるから2人目以降は早いってよく聞く。あ、そうなの。じゃあ2人目になるとまだマシになるのかな。立ち会い出産ですね。そうですね。やっぱ赤ちゃん生まれる時にはさ、いてほしいよね。自分も大変だしさ。かといってなんか、その赤ちゃんが出てくるところをずっと見られるの嫌だから、手を握っててほしいよね。横で。それが一番良くない？なんか赤ちゃんが出てくるのを見守られるのは嫌。そこは見ないでって思っちゃう。男性の方が血に免疫ない人多い。そうなんだ。スージーも自分の血見るのとかめっちゃ苦手だから血液検査の時見るの嫌だったけどね。てか尿酸から尿路結石から出産と話がそれ始めてる。ちょっとね、痛みの話からね、出産とみたいなのになっちゃったね。自分医療ドラマとか見れないからどうなんだろう。あ、マジ？横に立って手を握ってあげたらいいのよ。それだけでよし。わい立ち会いだったけど会社に休む電話をして離れたタイミングで生まれた。そうな。それは残念だね。せっかく会社休んだのに。赤ちゃんの名前天使ちゃんで、天使って書いてエンジェルじゃん。めっちゃ頭悪そうやん、それ。そんな名前やったら両親バカやろなって思われるで。人生ペイン。痛みってこと。まあ、そろそろ先行く。てか、尿酸、あれ尿酸まだ出してなかったの。尿酸ってなんなんって言ってから尿酸値数値出してねえの。じゃあ、ここもさらっと出しちゃいますかね。こちら。2.6 から 5.5 が基準値標準値で 3.2 ということで異常なし。まあここはね、そらそうだろうっていう感じですな。NP って何？ノープロブレム。そうだよね。ノープロブレムだよね。次が問題の貧血ですね。そうだよね。ノープロブレムだよね。一番問題の貧血、スージーさんも貧血言うちゃってますからね。安心。そう。この辺はまあ。尿酸値で引っかかってたらスージーどんな生活してるんって思われるよ。もう想像できてます。あ、できます。あ、本当ですか。まず赤血球数から見ていきましょう。こちらです。基準値が 3.86 基準値だよね。3.86 から 4.92 に対して 3.48 しかないんでちょっと少ないですね。でしかもさ、この単位がさ100万になってるからさ、っていうことは40万ぐらい足りてないってこと？やばくね？優秀3番す。これがどんくらい悪いのかよくわからんけどやばくね？まあでも赤血球って小さいからな、言うて。そういう問題じゃないか。とりあえず基準値よりはちょっと低めですね。まずいですね。特有語はそんなもんやんね。あ、そうなの。じゃあこれは大丈夫そう。実は。じゃあ次がヘモグロビンの数値ですね。こちら。基準値 11.6 から 14.8 に対して 6.7 っていうことで、こちらがグラム換算ですが、だいたい 5 やな。5グラムぐらい足りてないってことですね。
5g 足りておりません。これもちょっとやばいですね、きっと。よくわからんけど、この辺も。関係なかったら気にした方がいいかもやけど、思いっきり低かったらそもそもやろな。そうなん。緑色ならセーフ。違うんすよ。ここの数値ね、緑、全部緑ですね、一応。今回は緑のとこで、こうピンクのとこはね、前回の数字が入る予定のとこなんですよ。あ、ちょっと貧血が隠れてた。鉄不足。トリマー、ひじき、レバー食ってください。ひじきもいいんですか？ひじき食べてないな、最近。ひじき買うか。ひじき料理ってあんま思いつかんけどね。実家におったらね、ひじきご飯お母さんが作ってくれてたけどさ、それをどうやって作ったらいいかわかんないんだよ。まあもう実家帰るからええかと思って聞かんけど。次が、ヘマトクリット。ヘマトクリット、なんだっけ？ヘマトクリット値とは、血液に占める赤血球の割合、またその検査のことをヘマトクリットと言いますって。貧血を判断するのに用いられるヘマトとは血液、クリットとは分離を意味し、ヘマトクリット値は血液中に赤血球が占める割合。なるほど。ひじきご飯美味しかった。お母さんが作るひじきご飯美味しいですよ。ということで、ヘマトクリットこちらになります。基準値が 35.1 から 44.4 に対して 22.8 ってことは、これはなんかパーセンテージですけど、まあ低いなと思いますね。バスケしたいけど外寒いからやる相手おらん。誰かしよう。バスケの動画でも見たら激低。そうなの？これ低すぎる？ガチ？まあそっか、割合、赤血球の割合が 35% ないといけないとか 22%、まあ 23% ぐらいか。結論、普通に貧血やそうっすね。普通に貧血ですね。ということで判定が陽精密検査になっておりますので、これ精密検査受けないといけないっす、数字。私 40% 超えてる。そうなん。40% 超えてたら全然いいじゃん。基準値内。全体的に低い。そうね。全部低かったね、ここね。貧血ですって感じやったね。低いね。縁側くんの自己評価ぐらい低い。縁側くんの自己評価は高いはずやろ。おかしいやろ、それ。これはちょっとやばかったですね。で、実はなんかその健康診断の結果と一緒についてきた紙があって、これが欠乏症貧血とその予防っていうなんか紙が来たんですけど、でそこにね、こんな人は要注意って書いてあるやつで、なんか休まないと5分以上歩けないとか、運動するのが辛いとか、なんかその項目に当てはまったら、なんだっけ、あ、そう、貧血が進むと以下のような自覚症状が出ますっていうやつなんですけれども、そこになんか口の端が切れる、なんとなくだるい、あと立ちくらみがする、朝起きにくいってね、結構当てはまってて、あ、自覚症状出てたんだって自覚症状出てたんだって最近気づきました。これ見てから血圧は普通に納得もの。あ、そうなん。貧血の人って血圧低いんだね。食事で改善できる範囲だといいね。そうだね。範囲だといいけどどうなんだろう。高齢者向けのやつ、この紙。ガチ？スージーさん高齢者スージーもうババアだった？普通に貧血の症状出てたんやね。でもそれに気づかずスージーは日々過ごしていたんやね。
口の端もなんかずっと切れるな、乾燥かなぐらい思っててさ、水いつもよりいっぱい飲むかぐらいやったけどさ、全然治らんで、なんだっけ、口角炎だったかな。どうしようと思ったら、口角炎治すリップ持ってて、それ塗ってた。それ塗って、あ、マシになった、ラッキーと思ってたらまた出ちゃったから、あれなんでかなと思ってた貧血でしたね。うちのワンコかわいい。もういいってそれ、なんか前も聞いたって。あ、そう、貧血でしたということで、その次が白血球。白血球の数が、女性自体そもそも血を毎月なくすから慣れてる人とか気にならない人もいい。あ、そうなんだ。陽性密検査でしっかり治してきてください。病院行くか、来週あたり。すーじさんもなんか、なんていうん、鉄のサプリメントでどうにかならんかなと思って病院行く気なかったんやけどダメかな。鉄とね、ビタミン C のサプリメント取ってんですけどダメですかこれ。白血球数が基準値が 3.3 から 8.6 に対して 2.4。 これもちょっと下回ってますね。しかもこれ1000、値が1000だから、ってことはさ、1000足りてないよね。やべえじゃん。1000少ないってことですよね。貧血。あともう一個。ちょっと2個じゃなんか語呂悪くね。要検査、そうですね。陽性密検査になっちゃいましたね。あ、ほんとや、保険証もう使えんよね、今の会社の。あ、じゃあ、いけないじゃん。まだね、返してない。なんか、いる書類、なんか、印鑑をして送り返してくださいみたいな書類がまだ届いてないから、それと一緒に返そうと思って持ってはいるんだけど。でも健康保険証のさ、なんか、なんだっけ、なんとかかんとか、なんかさ、健康保険証持ってないですみたいな証明書を会社からもらわないとさ、役所に行けないじゃん。だから、まだ健康保険証もらえないんですけど。縁側くんの地いるか？縁側くん、何型？数字 B の O だから、どうなん？ B の O じゃないとダメ？ B 型やったらいい？どういう感じなんやろ？鉄剤出される？多分出されるでしょうな。とりあえず食生活整えて半年ぐらいで変化なかったら本格的に病院。あ、そんな感じなの？病気になりやすい体質どうなんだろう。まあでもね、だいたい1年に1回なんか急に気を失うか高熱を出すかのどっちかが必ず来るんですよ。でもそれ以外はね、割と健康、まあ喘息持ちではあるけど健康体な方じゃないかって自分では勝手に思ってます。まあ1000単位にするってことは多分1000単位で変化するんだと思う。ほんと。でも数字基準違いなんだけど。献血、隠蔽。なんでさ、隠滅か。隠滅って何？それなら、貧血、献血、金血でよかったやろ。イメージとして働く細胞見たらイメージつきやすい。ああ、あれ分かりやすいらしいね。スージーさん見たことないけど。退職日まで使えるけど、早く役場行かないと。退職日ね、11月20日ってことにされました。11月20日付で退職したことにしますんで、って言われちゃった。紙もらってないからまだ役所行けないでしょ？多分。困りましたね。家族保険の方に切り替えたらいける？そうなん？お父さんの保険に入るってこと？
まだ一緒に暮らしてないよ。クワガタの大型、何それアブレンガーさん大型じゃもらえないんじゃない？よくわからんけど。スーさん B よ、スーさん B の O ってお母さんが言ってた。多分だからそうだと思う。辞めた日の次から国民健康保険か家族保険。そうなの？お父さんの扶養に入る？どうなんだろうね。ボーナスカットされとる。そうなんよ。ボーナスがもらえるはずやったのをボーナスもう出してやらんぞっつってね、切られた。有給も消化してくれんやった。ケチくせえ会社だよ。働く細胞ねって知ってる知ってる、面白いよね。絶対それ知らんパターンな。そもそも貧血の方は献血いけません。まあそうでしょうな。貧血なのに献血行ったらダメやろ。タイミング悪すぎましたね。そうですね。でも精神的にもう結構ギリギリなところをさまよってましたんで、しょうがないって言っちゃしょうがないかなっていう。まあ、家族にもね、12月か1月帰ります、仕事辞めましたって言ったけど、多分びっくりしたやろうね。早っ、もうちょっと働くと思ったら急に辞めたなって思ったと思うよ。あったら分かるくらい大型。大型、どういうこと？大型ってどういう感じ？スージーさん、あんまり血液型人に聞かないからさ、何型だからどういう性格よねみたいのとか全然気にしたことないんだけど。自己中仲間、自己中とか言うのやめてもらっていいですか？血液型性格は分からんやろ。お仕事何か探してる？いや全然探してないんです。とりあえずなんだろう、探してさ、この求人いいなって思っても面接に行けないじゃん。4時間かけて面接行ったらさ、もうさヘトヘトで面接どころじゃなくなっちゃうからさ、私なんかそういう感じだからもういいかなと思ってのんびりしてます。できれば YouTube がもうちょっと伸びて YouTube でなんとか稼げないかなって。まあ言うても年末ジャンボが当たりますんで働かなくていいんですけどね。年末ジャンボで高額当選しちゃうんで、みんな待っててください。大雑把、大型って大雑把なの？そうなの？ゆっくりしてください。そうします。もう貧血を治すことだけに貧血を治すことだけに全力を尽くします。血液型診断誰にでも当てはまるように変えてるらしい。あ、そうなの？じゃあ結局なんていうか、めっちゃわかるってみんななるってことやね。そんなんずるやん。とりあえず豚のレバー食べますかね。レバーって調理しにくくないですか？なんか臭み消しとかしにくそう。でもまあスーパーで探してきます。あるといいな、レバー。筋はレバー嫌いじゃないんで食べれるタイプなんでね。玉残しになりましょう。私も逆玉残し探してます。あ、そうなん。いや、じゃあさ、スージーがさ、巨万の富を得たら、にゃんこ先生、乗りに来る。プレゼンしてみて。プレゼンしてみて。スージーさんに何ができますか？スージーさんのとこに婿に来るなら何をしてくれますか？実家に帰ってからする。そうそう、そういう感じ。その方がさ、自分にゆとりがあるからいいかなって。落ち着いたら職業訓練とかで手当てもらえるから、そこに行きながら仕事探すのもありやね。そうね。
ただなんかね、割と職業訓練行ってた友達がいたんだけど、なんか忙しそうだったから大丈夫かなっていうのは思った。職業訓練大変そうって思った。でも初対面の人と血液型の話はいいよ、会話が弾む。そうなんでもさ、なんか B 型自己中みたいなさっき言ってたからさ、 B 型の人いたらさ気まずくない？大丈夫そう？ B 型って自己中って言うよねみたいなら乗ります？玉の腰乗りに来る？乗りに来る。じゃああれやんね、数字あれですね、巨万の富を得たらYouTube で報告してみんなにプレゼンしてもらおう玉の腰に乗りたい人プレゼンしに来いっつって。楽しみやな。みんなどういうプレゼンしてくれるんやろ栄養士でも目指す。いいね。スージーの栄養を管理してくれる。ついでにあれを料理もしてね。スージーのご飯作ってね。スージーさんは好き勝手に配信しとくんで。基本主婦の方が多いイメージ。何が玉の腰に乗るっていうのが、そこは経験でなんとかなる。何が職業訓練受けんでも血液型の話ってこと？今戻ってきましたが、生理中と書いてあるの受けます生理中書いてあったね。あとあらゆる数字が低いお方なんですな。なんかね、低かったですね。全体的にびっくりしますね。春は行って雇用給付の話。でもあれでしょ、それもさ、離職票がいるでしょ多分。まだもらってないからさ、離職票。それが送ってくるまで身動きの取りようがないというか、離職票ちゃんと送ってくれるのかな。もう会社に数字信用ゼロだからさ、会社の人誰一人信用してないからちょっと不安になってきた。まあでも待つしかないか。プレゼンの国家資格持ってますので何を言うてるんや。栄養士になるには大学行く？栄養士ってなんか資格の勉強を自分でして自分で取れないの？なんか学校行かないと取れないのかな。そんなに難しい資格じゃなさそうなイメージが勝手にあったけど、取りに行かんともらえなさそう。本当。でもね、なんかの書類送ってくれるって言ってたよ。印鑑をしてほしい書類取りに行かないといけないかも。でも会社にもう行きたくないんだよね。誰にも会いたくない。でも制服もね、返却郵送でいいですみたいな、全部必要書類郵送でいいですって言われてるからダメかなーって。離職票くれないのは立派な労基違反。そうだよね、多分そうだよね。それはわかる。行きたくないのね。雇用保険の申請して給付受けるまでに次の職が決まり雇用されればいいことあった。そうなの？とりあえず申請しないとね。じゃあスージーさん今まで一回も申請したことないからさ申請しに行くか。やったらまだ離職票もらってないけど、まあいいか。まあとりあえず明日は引っ越し業者のスージーの取り合いを見るんでねそれはお楽しみにしておきますけどね。てかそもそもボーナスは仕組まれてるから無理かと思うけど、有給消化義務。そうなん。そもそもそこでは勝てそう。あ、そうなの。スージーんとこ20日締めなんだよね。20日締めだから11月20日で辞めたことにされたけど、どうなんだろうそこ。もう一日頑張ればよかったなとは思ったけど、スーさん有給何日あった？どうなんだろう。なんかね、有給何日か自分でも分かんなくって、給与明細見たけど書いてなくて、
でもね、3日消費したけど、だいたい10日ぐらいあるよね。まあ最低でも5日は有給残ってたんじゃないかと思いますけどね。3日しか消費してないから。行きたくないのは当たり前だから、郵送でくれなかったら労基組合の弁護士とかに相談すればいいと思います。そうね、そうするか。最悪訴えたらいろいろお金もらえたりして就職してすぐでも10日くらいもらえるはず。そうなの？でも数字あれだってよ、半年経ってないからつってコロナで休んだ時ちょうど半年なるかならないかぐらいでね、有給の消化、休んだ間のやつ全部有給消化で消してあげたかったけど、半年経ってなかったからつって3日しか使ってもらえなかった。まあっていうか、そもそもコロナで有給消化されると困るなと思ったけどね。なんか何とも言えなかった、そこが。はあ、1年目は基本10日が多いけど、そこから年数ごとに増えてくイメージ。なんか1日ずつとかね。私は有給使い切ってやめた。スージーもね、今まではこんなになんか、なんていう、精神的に病んでやめるとかあんまなかったから、ちゃんと円満にね、やめてたから、有給使い切ってずっと今までやめてきてたんですけど、今回はね、もうなんか、まあ、スージーが、もう会社に行けなくなっちゃったっていうのもあるけど、まあね、まあ向こうもちょっと対応悪いなとは思いましたけど、しょうがないっすな、そこは。退職した会社、コロナの頃から勤めてた。退職した会社は今年の4月から入ってました。でも正社員になったのがどんくらい ?8 月の末ぐらいからかなだったと思われます。4月からその8月中旬ぐらいまではフルタイムのパート扱いでしたね。でもさ、フルタイムのパートでも有給ってつくじゃん、普通ね。だから何とも言えませんけれども、まあそんな感じで白血球の結果、結果判定陽性密検査ってことで、これも精密検査受けないとダメみたい。白血球の数も少なすぎたんでしょうな。有給40日あるみたい。自分は休んだ記憶ないけど39日に減ってるどうした？どこ行った？ 1 日有給何日ありますかと会社に聞いてみたらいかが。確かに退職前に有給を使い切らないとダメだから、使って12月入らない。小学でもボーナス入らないとおかしい。そうね。でも会社に連絡したくないんだけどもう早く縁切りたいから、本当はいろいろあれなんですけど、早く制服とか返してしまいたいんだけど、制服を会社に置いてきてしまって、それを送ってきてくれないとクリーニングにまとめて出せないしって、なんかめっちゃ困ってる今。なんかね、でもね、ブラックなとこに限ってさ、なかなか縁が切れないんだよね、これがね。前々回のね、お弁当屋さんもブラックすぎてなかなか縁が切れなかったんですよ。健康保険のなんだっけ、なんかさ、書類があるじゃん。その書類持って国民健康保険もらいに行ってくださいねみたいなやつ、あれももらえなくて、だからね大変だった。
あれと源泉徴収全然もらえなくて、だからね、いろんなとこ行ってもらいに行ってね、すんげえ大変だったんだよね。だから今回もそうなっちゃうんじゃないかっていう心配がある。このままだと決勝版も少なそう。今回決勝版はね、検査を受けてないみたい。スージーさんちゃんと栄養とってます。自分ではね、とってるつもりなんだけど全然取れてなかったですね。びっくり。だからね、ずっと鉄のフライパンを買うか買わないかでずーっと悩んでる最近。実家に帰ってからでもいいかなとか思って。鍋もさ、あんま買ってももう引っ越すから邪魔になっちゃうじゃん。まあ持って帰るかどうかはあれだけど。ねえ。やろうなー。陽性密検査納得の結果ですって感じ。おねんねするね。40分に起こして。自分で起きて。てか10分もないよもう。このままだと決勝版これは読んだな。スーさんこれも読んだな。もしもし、この日有給取りますね、ブチって。いやなんかね、めんどくさかったうち2週間前に、有給取る2週間前に書類出さないと有給取れませんみたいな、なんかすごい、なんでそこだけかっちりしとるんやっていうめっちゃうざい会社だった。もっと早く辞めとけばよかったって思った、普通に。もうなんか、そもそも研修期間3ヶ月でその後正社員になれますってとこなのに、研修期間が4ヶ月以上かかってて、その時点で辞めればよかったって思った。っていうか自転車で30分も行かないといけない時点で受けなきゃっていうか、その合格蹴ってればよかったっていう、すごい後悔ばっかり。そこがあるから無理はせんでえとも腹立たしい気持ちはあるけども、めちゃめちゃあるよね、有給の消化もあれも。まあスージーさんがそもそも電話しないで会社2日ぐらい勝手に休んじゃったから、まあ仕方ないかとも思うけど、もう電話できる状況でもなかったしね。まあとりあえず早く役所に出さないけん書類よこせやって感じよね。戦う気力はない。そうね。ちょっと厳しいかな。でもね、割と会社を辞めれたっていうとこからね、メンタルが一気に回復したんで、もうね、これで良かったんだと思います。まあ、もらえるはずのお金が若干もらえなかったのが不服ではあるけれども。おすすめした放置ゲー、ちょっと、それはなんていうのかな。動画で出そうと思ってて、なんかゲーム、広告で見るゲームがどんな感じなのかっていうのを、まあ5分ぐらいでまとめて動画にして、みんなが気になってるゲームが、こんな感じなんだっていうのを、まあ簡単にまとめる動画を作ろうかなと思ってたんですよ。じゃね。今時間を余らせてるんでね。なんですけど、まあどうするか今考え中です。伊集院静香さん亡くなっちゃった。どの人だろう。スージーが知ってる人かな。ブラックだとそういうとこしっかりしてないから不安だよね。そうな。まあ実際前例も経験しておりますから不安しかないです。ただでさえも12月の末に引っ越そうとしてるのに、間違ってもフライパン食べないでねって、鉄が足りなすぎてね。もうこれは直接鉄を食べるしかねえとか言って。基本 B 企業は内部の体制が死亡してる。そうね。
まあ、特に家族経営だからもう社長がやりたい放題なんですよ。だからやっちゃったなって思ったね。そんなとこなら入らなきゃよかったって。きっと誰かが補充してくれます。そうですね。まあ、スージーの穴は簡単に埋まると思うんですけども。ただあれなんですよね。もう一人社員の方で、なんかいつ辞めるのか知らないけど、辞める予定の人がいたから、なんかその人が辞めづらくなっちゃったんじゃないかっていう申し訳なさはある。多分スージーさんがその人が辞めたとこの穴を埋める予定だったんだよね。だからそこだけちょっと申し訳ない。ごめんねーと思いながら。でももう自分が一番大事だからね、そういうのは。そういうとこは人に気使ってられませんから、病気になったら困るんで。メメやって、メメントモリはこんなゲームですっていうのを5分ぐらいでまとめれそう。先んずれば人を制す。どういう意味ですか？まあ結局は自分が一番大事ということで。優しすぎてもね、自分がダメになったら意味ないから。あとあれだわ、淘汰者が残っているわ。こっち側淘汰者。よし、化粧、あ、さい。化粧板はほらないんでありません。淘汰者はどういう意味？いけるいける。じゃあちょっとやってみるか。メメントモリね。メメントモリはあれだよね、 DMM かなんかでパソコンでできるからパソコンでやるか。タブレット端末でやるとさ、ずっと下向いちゃうからね。この頃三大欲求がえぐい。どないしたらいいんじゃない？欲求に忠実なのはいいんじゃない？別にダメなのかな。三大欲求ってなんだっけ？食欲、睡眠欲だっけと性欲でいいんでしたっけ？まあそうですね。食欲と睡眠欲はいいんじゃないですか？性欲はちょっとあまりえぐいと困ると思いますけれども、食欲と睡眠欲に全力注いでったらいいんじゃない？血糖値になるのこれは。糖尿病かどうか。あ、そうなるんだこれ。来ました。HbA1c。で、空腹時血糖。基準値73から109で83。だからこれ基準値内ですね。その食べてもお腹すくし、眠くなるし。困ったね。それ以外になんか意識を向けた方がいいね。普通だった。そらそうだろう。血糖値まで悪かったら最悪だろ。スージーさんも病気まみれやん。いつ死ぬんってなるよ。わい200あったことあった。やばいじゃんそれ。でもこれ空腹時、まあ空腹時じゃなかったら200あることもあるのかな。ちょっとよくわかんないけど、尿糖は測ってないみたいだから、これはこのまま異常なしということで、はい。で次のあれに移ると、もう一回、びっくりしてる。次が心電図か。心電図、あれ違う、これどこだ、こっちだ。脂質、コレステロールですね。コレステロールは高いと肥満とかそういう系？
内臓脂肪とかその辺かな。空腹ジケットはブレあるから、最近はウェコメントにもある HbA1c 使います。それどこに載ってんだろう。今回あったかな。なんか測ってなさそう血管の集まり、あ、それもコレステロールなの？じゃあまずコレステロール。何？総コレステロール。コレステロールなんて気にしなくていいと思うわよ。これもストレスで結構変わったりする。本当？総コレステロール値が基準値142から248に対して151なんで、これは大丈夫ですね。よかったー。大丈夫大丈夫。のみさん番数。これは大丈夫でしたと。次が HDL コレステロール。これ何ですか？ HDL って何？悪玉か善玉かどっちかってことかな。それがこうなります。48から103で88なんで、これも問題なし。OK。順調ですよ、スージーさん。コレステロール値順調です。で、次が LDL コレステロール。これ何ですか？これが65から163が基準値に対して64なんで、ちょっと 1mg 足りてないけど、こんぐらいなら大丈夫じゃない？多分。普通だった。これでコレステロール値高くてもビビるやろ。スージーさん普段何食べてるんってなるやろ。スージーどうしたーって。64は大丈夫よね、多分。ギリセーフやろ。基準値内ではないけど。ダメかな。で、次が中性脂肪。中性脂肪っていうのは、これは肥満とかのやつ。中性脂肪が多かったら肥満みたいな。今のところ大丈夫そうですか？ですね、貧血のとこ、貧血白血球の数で陽性密検査が出てますちょっと早いけど、親筋肉ってなんやねん、最後の肉って。はい、親筋。もうストレス性のものプラス貧血の症状合併っぽい。本当お疲れ様です。お大事にね。なるほど。そもそもストレスからも来ちゃってたのか。そりゃしゃあないな。お大事にします。ありがとうございます。中性脂肪がこちらです。ででーん。基準値30から117に対して27。ってことはこれも若干低いかな。3mg ぐらいなら大丈夫なんじゃない？そんなことないかな。3mg ってどんくらいあれなんだろう。脂肪って書いてるくらいだから大丈夫だと思うんだけど。とりあえずシャワーで髪が大量に抜けるようならお気をつけて。大量に抜けるんすよ、これが。もうね、やばいよ。髪の毛洗ってるじゃん。もう手にめっちゃ絡みついて。だからそれで気づいたんだよね。髪の毛がめっちゃ抜けるんだけどって。もうね、シャワーで流しても体に髪の毛ついてっからマジで。お大事に幸せになってください。ありがとうございます。普通。この辺のね、コレステロール系はね。平均120くらいコレステロール値。じゃあ HDL コレステロールと中性脂肪やばいんじゃない？それは
やっぱりなーって。髪の毛抜けるっていうのもまあ常識なんすか、貧血では。髪がやばいやばい。そう、スージーさん今あれだもん、ハゲないか心配だもん。ほんとほらよ、もうすぐね排水口髪の毛溜まっちゃうから。中性脂肪120、ちょっと多めやね、多少ね。でも貧血が原因っていうのが、その自分が貧血っていうのを知るまで分かんなかったから、最初なんかそのなんかなんていうの、若年性の更年期かなんかかなと思ってすごい怖くて、で調べたらなんかなんだっけ、なんかこういうサプリで髪抜け毛が減少しましたみたいなのあったから、それ飲んでみたけど何も変わらんくって、なんでと思って、でそしたらちょっと貧血ひどいですよって連絡が来たから、貧血ってどういう症状出るんかなと思って見たら、そこに抜け毛って書いてあったから、あ、なるほどねみたいなそういう感じ。ちょいと心療内科に行った方がいいのかも。ストレスについて相談した方がいいかと。そんなレベル？でも会社辞めてからね、ストレスマジで激減したよ。マジで会社をずる休み、その21日と22日ずる休みっていうか、もう連絡もしないで休んじゃったんだけど、その時はマジでね、朝から大泣きしたし、もうなんかね、家から出ることが恐怖だったから、なんかそれに比べたらもうなんか、やったー会社辞めれたーみたいな感じだからね。まあ全然今大丈夫ですよ。生理があって更年期って出る？いや知らない。まあそっか、生理が止まってからか普通。ちょっと更年期のことよくわかんないけどね。ああいう航空会信用しない方が。これから多分改善すると思いますけどね。まきまきさん晩成。そんなに嫌だったのか。そうなんかね、急に来た。なんかまあそもそもなんかなんだろう、そこの会社に入った時が結構失恋してすぐで、最初はその失恋で病んでて会社行きたくねえだったのが、だんだんその失恋したのが回復してきたあたりで、今度はなんか会社のいろいろなその仕事関係でなんかストレスが来て、またメンタル落ちてみたいので、なんかすごいなんか失恋の時以上に病んでたね。会社が原因だからなんて、原因不明のうつ症状な問題会社だからね。そうがもうね、会社そのずる休み2日して、でその2日目の時に事務員さんが LINE してきて、でそこでなんかそのもう精神的病気になりそうだから会社に行けませんっつってんで社長に相談してもらった。無理ない範囲で気をつけてください。そうね、だから次の仕事選びマジで慎重にしないとやばいよね。またなっちゃうからね。恐ろしい。スイッチ切れると突然来る。なんかね、スージーさん結構会社で病むことが多いから、本当にね雇われる側向いてないんだなと思って。だから本当になんかその個人事業主じゃないけど、そういうのになれるようにどうにかしないとまずいですね。前も一回ね、もう会社ストレスでなんか泣きながら通勤して、お昼ご飯会社にいる間だけ食べ物が全く食べれない。家に帰ったら普通にご飯食べれるのに、会社にいる間ご飯が食べれないとか、そんなんでねなったから、ほんとなんかもう就職したくない
働くのが嫌いではないんだけど、就職したくないんだよね。次が怖すぎて。コロナでしばらく家にいたのも余計会社になった感じですかね。わからないけど。スージーさんね、今までいた会社はリモートワークできるようなとこがなかったんで、あんまりコロナは関係ないですね。基本現場仕事というか、工場とか接客とかだからね。スージーさん、ちょっと実家に帰るまでに YouTube 頑張って伸ばせないかな。どうにか。それが一番ベストなんですけどね。まあ言うて、でも、そっか。あれだわ、年末ジャンボ当たるから心配しなくていいわ。年末ジャンボで高額当選するの忘れてたわ。もう当たり前すぎて忘れとったで。しょっちゅう募集かかってるところは要注意。そうでしょう。スージーさんが働いてた工場ね、ずーっと募集かかってたのよ。スージーが働いてる間も。なんか失敗したなーと思ってたけど、めっちゃわかるなーって。就職向いてない？わい、会社で昼飯食ってない。大丈夫かよ。生活習慣大丈夫かよ。もう不健康まっしぐらやんけ。まあでもさ、なんか1日2食が合う人もいるから何とも言えないけどね、そこは。なんか噂によると1食の方がなんかすごい体調がいい人もいるらしいから、人に会いたくなくなる。スージーさんはね、会社の人には会いたくなかったけど、まあでも家族とか友達とかには会いたいなと思ってましたね。まあでも今はもう実家に帰るって決まったからどうでもいい。どうでもいいって言うと言い方あれだけどね。未経験者に現場押し付けるやべえ会社もあるね。なんかなんていうかね、研修も全然なく急にみたいな、とんでもねえとこあるよね。刑務所の方が健全な食生活習慣かもね。刑務所はだって規則正しい生活ができるやろ多分。スージーのイメージでは朝起きてラジオ体操してみたいな、そういうイメージ。私はシフト制だから食事バラバラ。そうなるね。なんか時間がバラバラだと、スージーさんはあんまりその時間がバラバラになることはないからな。夜勤があるような仕事はしないし、多分スージーさんはまあそのメンタルがブレブレになりやすいなっていうのを最近自覚したのでだから多分夜勤がある仕事に入っちゃうとほんとメンタル激落ちしてダメになっちゃうと思う。会社の人、そんな会社の人会いたくないよね。スージーさん、そのずる休みした時に、その会社のなんていうの、ストレスの原因だった人が電話してきて、もうめっちゃ恐怖だったもん。ストレスの原因の人が2人ぐらいいたんだけど、そのうちの1人がね、もう電話してきて怖かった。で電話切れたと思ったら、今から電話できるって来て、もうそれもガン無視したら、なんかね、怖かった。あ、でもね、ずる休みする前も来たんだよね、電話が。もう怖くてもう会社に行けなくなるっていう。リスナーが何ですか？日の光浴びた方がいい。そう言いますね。だから朝からお散歩とかするといいかなって思いますよね。
今寒いからちょっと外出たくないけどね。引っ越す前にお家の引っ越してきた時にもね、一応ちょっとだけしたけど、まだ行ったことないとことかいっぱいあるから、お家の周りの散歩しとこっかな。最後に。それやめてよかったわって、そうなんだよね。やめてよかったなってすごい思うもん。リスナーとのおしゃべり楽しいですよ、普通に。スージーさんが配信をやめなかったのは、結構心の支えにしてたみたいなとこはありますね。失恋した時もそうだけど、その時もね、マジで配信もうやめちゃおうかなと思ってたけど、その時もね、なんか雑談配信した時にいっぱい来てくれて、なんかお話しして、もうちょっと頑張ろうってなってから、続けれたんで、リスナーさんがね、コメントくれるのはかなり、大きいですね。心の支えになりますんで。皆さんぜひ、今見てる、もしかしたら見てるけどコメントしたことないって人もね、コメントしてくれると嬉しいですね。お前2、3寝ようとしたら目覚める。そうなん。スージーさんの今の配信はゲーム音とか入ってないから割と、睡眠導入になると思うんだけどな。ダメか。なんかね、腰のあたり温めると寝れるらしいよ。カイロ貼っとけば。静岡なんて見て回るところいっぱいある。なんかね、あるけど静岡市にはあんまないと思う。別の市に行かないといけないからめんどくさいじゃん。電車乗ってとかさ。スージーさん一人で観光とかしたことないし、あとお金かかるじゃん。スージーさんあんまり貯金がないんだよね今。じゃあ思いのほか貯金をね使いまくってあれなので、ちょっと観光厳しいですね。年末まで違う。年末ジャンボのお金っていつ入るんだ。年末ジャンボのお金がさまだ入ってないからさ、年末でもないから。お金入るの実家に帰ってだからね。いつも初コメ気分。そうなの。したことないは何をしたことがない。お散歩を。最後に秘宝館熱海のそんなのがあるんだ。熱海って遠いのかな。ちびまる子ちゃんランド。ちょっとそれは興味ないですね。家族有形しかおらんから V 見てるってなったら浮くから聞きながら寝られへん。そうな。有形は VTuber 見らんのかな。いや、アブリンガオさん見てるやん、有形のくせに。有形そうね、あんまおらんかもね。知らんけど。だいたい VTuber っていうかスージーの配信に来る人は自分は陰キャですっていう人多めだからね。引っ越しで消えそうね。引っ越しでお金かかるよね。でもスージーさんさ、洗濯機とか冷蔵庫とか電子レンジとか持って帰らないから、それをなんていうの、引き取りに来て買ってくれる人がおるじゃん。だからそれでどのくらいお金になるかにもよるよね。こたつも売らないといけないし。コメントしたことない。ちょっと何言ってるかわかんないですね。コメント今してますけどね。熱海遠いかも。静岡横に広いし。そう、広いんだよね。新幹線でさ、福岡帰る時もさ、まだ静岡県なのってなるもん。夢の吊り橋よ、自然綺麗。そうなん。そこまで行くのも大変だけどね。陽キャを見とる人おる。ほんと。
VTuber ね。そうだよね。陰キャはマジで見た目は陰キャの人想像したらそれが縁側くんの顔。そうな。わからねえ。縁側くんはいつも言うてることがバラバラやからな。チャットで盛り上がるけどオフ会だとみんな黙ったりして可能性あるね。オフ会もねそのうちしたいんですけどね、割とみんなバラバラだからね、この前もしようとしてできなかったし、なかなか難しいですね。ねえ、どうすればできるんだって感じある。アナザーエデンしてくる。はい、いってらっしゃい。はい、東海地震が起きる前までに離れましょう。起きるんですか？オフ会になったらバイト入っても行くね。いろんな人と話してそうな。炙り縁側さんの勢いに押されてみんな困ってそう、イメージとして。行けたら行きます。本当ですか？場所が難しいよね。みんな住んでるとこバラバラだからね。はい、優秀さんおやすじ。リクリクさん番数。オフ会ぜひ呼んでほしい。ね、一回やろうとしたけど、ちょっとね、なかなか人が集まらず、最低でもリスナーさんが3人集まらないとしないことにしてるんで、難しいんですよね。自分の欠点顔だけです顔欠点なの？欠点なんて言っちゃダメよ。欠点はありません。全部長所です。静岡県は富士山があり、富士山の噴火、地震、これから大災害が来そうな予感。そうなの？本当に来るんだったらさ、あれだよね、親にめっちゃ心配かけるから早く帰った方がいいよね。普通にいろんな観測情報が流れてくるので精査しながら気にしてます。そうなんだ。数字全然気にしてなかった新参者が言ってもいいならいける。別になんかまだ自分数字押し出して1年経ってませんとか関係ないんじゃない？別になんだろう、なんか数字リスナーになった時期とかメンバーシップ入ってるか入ってないかとかではないと思う。まあメンバーシップの特典にしてしまうならちょっと入ってない人来れないけど、別にそこも好みですからね。けど顔以外完璧やでマジで。顔も自信持っていこう。もうちょっとさっきの東海地震から今年で80年。ヤブさんマックス。そうなの？そうなんだ。一番新参な気する。どうなんやろね。まあ新参とか子さんとかあんま気にしてないけどね。もうここにおる視聴者全員友達やからめんってノリが軽いよな。てかこれ進めるか。ここ資質の結果判定、こちら要観察となっております。ちょっとしか数値低くないけど要観察なんやね。やっぱなんか基準値を下回ってしまったばっかりに。まあでも要精密じゃないからいいよね。ノープロブレム。そうだよね。富士山の噴火は今年で316年。やばさ一周してる。そうなの？じゃあそろそろ帰るか。まあそんなことあれだけど、できればもう年末には帰りますから。高いよりはいい。そうなの？まあとりあえず大丈夫でしょう。でここはね何もないんで、はい、何もないです。次ちょっとスージーさんで隠れてるな。
こが換気のスージーさん邪魔じゃない？スージーさんちょっと余計。換気のということで、待って、これ一回上げて、一回上げて、これも上げて。どこまである？まだ下まであるな。もうちょっと上げるか。要観察は別に気にしなくてもよき。そうなんだ。陽性密だけ気にしたらいいのね。阿蘇も今活発。また熊本地震来んの？スージーさん、熊本観光しに行きたいんですけど、まあ幼稚園の時、幼稚園から小学1年生にかけて熊本住んでましたからね。行きたいんだけど、スージーいきなり団子めっちゃ好きなんだけど、まあ作ろうと思えば作れるけどね。酒飲みかどうか？酒飲むんやったらいいってこと？ダメってこと？桜島はいつも通り活発です。桜島なんかずっと活発なイメージありますね、勝手に。トカラの方が今危険。どこですかそれは。数字ちょっとそこら辺はよく分かってないですけども、まあとりあえず肝機能いっちゃいましょう。ダメ。酒飲むんだったらダメなんだ。まあでもあれじゃない、全員飲み放題つけなくてもあれか。でも飲み放題つけるなら全員飲み放題つけないといけないんだよね。ストレスでも下がるからなんとも。あ、肝機能がお酒飲む人だったらってこと。スージーさんお酒全然飲んでないですよ。この前ひさちゃんとご飯行った時にちょっと飲んだかなぐらい。あー、こっちじゃない。ではまず AST、 これ何のことかよくわかんないんですけれども、基準値が13から30に対して21なんで全然問題ないっすね。ここはそういうこと、そういうことね。私は脂肪肝っていうのはどういうこと？肝臓に脂肪がついちゃってるってこと？それは不健康っていうことですね。生活習慣を見直してください。次が ALT、 これが基準が7から23に対して14だからこれも OK。 もう本当に生活習慣病、脂肪肝だって生活習慣見直して。何が原因ですか？脂肪肝。その次がこれなんて読むんですか？これなんとか GTP、 基準が9から32に対して11だからこれも OK。 イエス。脂肪肝から肝硬変に、そして肝がん、やべえじゃん。がんになる前に改善しましょう。がんとかなったら大変そう。酒、お菓子、ガンマ GPT、 これガンマ GTP って言うんだ。酒とお菓子があれ脂肪肝？もうそれえぐいんよ。何が脂肪肝から肝硬変、そして肝がんへってやばすぎって感じ。お菓子ダメなの？スージーさん最近お菓子マジでめちゃめちゃ食ってるよ。大丈夫かな？不安。でもまだ全然基準値やもんな、言うて。iPS 細胞でなんとかならんかな。どうやろうね。なったらいいね。そもそも検査自体が肝がんのリスクがあるかどうかの検査。あ、そうなんだ。じゃあこれが基準値外れてたらもうがんなるかもねって感じなんだ。次 ALP、 基準が38から113に対して62、これも問題なし。あとは
もうない。ということで、ここは異常なし。まあそうなるよね。いろいろごちゃ混ぜになってしまった。そうね。何が何だかよくわからなかったわ。で、次、肝炎とか、この辺はもうなんもない。から、画像を上に上げて、スライドショーを下に下げて、そしてからスライドショーを変えて、次目かなあ、飲食できるくらい綺麗な肝臓。そうな。これどこ？背中温めれば寝れるねんな。試してみる。なんて怒ってるんらしいよ。だから、ね、スージーは睡眠の専門家じゃないから知らんよ。聞いただけやから、決して保証はしません。眼科ということで視力検査ですね。スージーさんコンタクトなしの裸眼でやりましたが、これどうやってちょっとどうなるんだこれ。こちら右が 0.5 の左が 0.9 ってことでだいぶ差がありますね。これ大丈夫でしょうか。これ裸とはスジさん何もしないでこの感じということで、右と左の差がありすぎてちょっと困りますね。これ右回復するかな。でもね、前からね右と左視力が違うんだよね。だいぶ前からまあこんなもんかって感じ。ぶっちゃけ私より目がいいやんって。ほんとスージーさんもだいぶずっとモニターばっか見てるからね、もうちょっと視力落ちてるかと思ったけどそうでもなかったね。でも 0.5 ってさ、免許大丈夫かな。 0.6 までじゃない。あれやな、免許取り直しの時でもあれか、メガネして 0.6 あればいいもんね。メガネを買わないといけないのかな。円楽メガネとコンタクトなしなら 0.04 です。視力終わりです。やばすぎじゃん。ねえ、いいね。私、裸眼だと 0.02 以上。以下か。円楽は 0.04 と 0.03 やばいじゃん。0.9 以上いる。嘘つくなって。みんな同じくらい目悪くてウケる。目悪い人ばっかりになってるね、ここ。Y も 0.0 なんで、いい方ですね。そうなんだ。みんな視力悪すぎだろ。ブルーベリー食べな。知らんけど。裸眼いい人羨ましい。カフェインは元気の前借りさん、こんばんは。これいい方なんだね。知らなかった。スージーさん視力だいぶ落ちたなと思ってあれだったけど、そうでもないんだね。よかったよかった。こちらはもちろん異常なしと、もう出ちゃったんで出しますけど、聴力も異常なしということで。で診察も別に何もしてないんで異常なし。何も言ってないんで。髪の毛抜けますって言えばよかったなって思いましたけどね。何もなしです。これで最後かな。シュお前は免許は 0.9 以上やね。本当 ?5 月に取ったからそれはギリ覚えてる。そうな。ちなみにブルーベリー直接的な関係ないそうですね。あ、そうなんですか。そうなんだ。ナルトみたいにコロコロ目入れ替え
られたらいいのに。ナルトって目入れ替えてんの？そうなの？やべえじゃん。髪の毛抜けるって大丈夫なんかって、貧血が原因だということが判明しましたんで、貧血さえ治せば大丈夫だと思います。ハゲババアにならなくて済むと思いますよ、多分ね。やっと貧血良くなったと思ったら、今度あれじゃない？年取ってさ今度はガチのババアになったせいでみたいなことあるかな？やだな。音楽は耳普通にいいよ。人の場合は耳いいけど、声小さい人は許しません。耳いいってことは聞こえるんやから許してやれや。シャリンガン特会引っかえ。そうなん？シャリンガンってサスケのやつじゃないんですか？どちらかといえばストレスの方が抜け毛高いと思います。あ、スージーさん、ストレス性の抜け毛だったんですか？ストレス性の抜け毛プラス貧血の抜け毛でみたいな、倍抜けてたんかな、もしかしてやばい。音は聞こえるけどボタン離すのが押すのかわからなくなり再度検査したことあった押して離したらいいだけやろ。ピピッ。聞こえるけどさ、もっと大きい声で話せって思う。ほんと。じゃあブレンガオさんちょっとオフ会することになったらちょっと厳いいかな。スージーさん声小さいからなんかブチ切れて肩パンとかされたら怖いから、ちょっとアブレンガオさんには嘘の日にち教えるね。せやろなーって。ストレスと貧血で倍抜けてたか。ストレスなくなったからさ、ってことはちょっとさ抜け毛減るかな。やったー。10円パゲあるかも。ガチちょっと探してみる。見つけたら見つかったら悲しいけどね。私も人見知りしそう。ほんとまあ言うて会ったことない人たちやからね。でもみんなスージーにはさすがに人見知りせんやろ。あ、聞いたことある声の人おるなっつってあ、こいつかーってなって人見知りせんのやない？はあ、話してる？マジで聞こえへん。みんな静かにしてあげて。爆笑なんやねんそれ。スージーさんね、なんか大きい声を出そうとしたらそのなんか喉に力入っちゃって逆に声出なくなっちゃうんだよね。なんか勝手に大きい声が出る時もある。なんか思ったより大きい声出ちゃったとか、なんかなんだろう、なんかテンションが上がってくると大きい声が出たりしてるらしいよ、友達曰く。でも大きい声を出さなきゃと思うと喉がキュッてなっちゃって大きい声出ないから難しいよね。逃げるところがあるのは OK。 まあね、逃げ場がどこにもないのは辛いですからね。首から下にはあった。見たことあるそうやね。そこも含めて親近感あるから人見知りせんやろ多分ね。スージーに対しては声でかすぎても聞こえとるわっていう難しいね、アブレンガワさんと会話するの。じゃあやっぱ無理やわ。嘘の日にち教えるわはい。で次何ですか？次心電図ですね。もうあとね、心電図と胸部 X 線しかない。そうね人見知りするやんそれ。絶対するタイプのやつや。これもさらっといきましょうね。これ何ですか？安静時心電図所見。ちょっとこれ見えな。正常範囲内ってことなんでこれ異常なしですね。でその後の胸部、これレントゲンってことだよね。
これがこうです。胸部 X 線所見なしってことで、これも異常なしですね。で、この後はもう何もありません。心電図はそもそも問題あること自体がない。あ、そうなんだ。じゃあ何のためにやってるの？そんで、最後に、もうこれ拡散でもええか。最後に、あ、これちょっとでかすぎる。ちっちゃく、あ、これじゃない。これもう消そう。これもう消したいんだが、うわー、これどうした？どうしたらこうか。こうして、これをこうして、で、これをこうして、こうして、こうして、こう。あ、もうちょっとちっちゃくしないと見えない。これみんな見えるかな？陽性密検査が貧血と白血球ってことで、貧血検査で異常が見られます。精密検査をお受けください。白血球数値で異常が見られます。精密検査をお受けください。この2つが精密検査を受けてくださいになりました。で、身体計測の結果、基準を外れています。経過観察してくださいってことで、まあこれは別に、まあ大していくつでしたか？まあちょっと体重軽いねっていうレベルなんでまあ体重ちょっと痩せすぎねぐらいなんで別にいいでしょう。脂質検査でわずかに異常が見られますね。1回くらい検査を受けてくださいってことで、これは中性脂肪とかだよね。中性脂肪、まあこれもいいでしょう。尿検査で異常が見られます。生理中の影響が考えられますので、機会があれば生理でない時に尿の検査を受けくださいってことで、これも無視ということで、まあ貧血と血液検査だけ受けてって感じですね。受けた方がいいんじゃねっていう。スーさん L ばかり、私 H ばかり。L ってなんすか？あ、これなんか L って書いてあるね。この L は何ですか？ L。これ L って良くない数値ってこと？あ、ちょっと基準値より下回ってますよが L か。だよね、多分。見た感じ。ローとハイ。そういうことですよね。スージーさんローだからね。ローがいっぱいありましたので、まあとりあえず白血球数はどうやったら増えるんだろう。とりあえず鉄分を取りますということですね。ろうそくなっとる。まあ、とりあえず貧血にだけ気をつけて、ちょっと喉も悪いですねこれ久々に声枯れたわ。数値通りであったと、そういうことであります。はい。まあ貧血、前から言っていた通り貧血が悪かったです。めでたしっていうナイスなのかまあ言うてね、血液以外はまあ正常なのかって感じですからね。まあでも言うて、まあ生理中だったっていう点も考慮すると、もうちょっと数字マシになるんじゃない？通常時は。わからんけど。多分なるやろ。正常値までは戻らんにしても、もうちょっとマシになるんじゃない？知らんけどな。てか白血球ってマジでどうやって増やしたらいいん？赤血球は鉄として、白血球だけ調べよう。増やす。真面目言うと実家でちゃんと食生活を送ってれば半年では問題ないと思う。本当？
ね、スージーさんね、あれなんよね。髪の毛、ここ半年で激減ってか抜け出したんよね。半年で治ったらいいですね。肉、野菜、肉。超肉食ってる。そんなに肉食いまくったらさ、なんかめっちゃおなら出そう。タンパク質取りすぎたらおならが出るって言うよね。赤球。何を食べたらいいですか？赤血球が増える食べ物はありません。生野菜は新鮮なものをしっかり洗って食べましょう。ただし治療内容によって生野菜を禁止する場合があります。赤血球が減少し始めたら加熱された食事を食べるようにしましょう。生魚、貝類も含む生肉、生卵の摂取は控えましょう。生で食べる野菜や果物はよく洗いましょう。調理した食事は2時間を目安に食べるようにしましょう。感染症になりやすい。それでスージーさんもしかしてコロナに。白血球が減ってるのはコロナのせい。そういう感じ。そっちか。コロナね、9月の末になりましたから。マジでしんどかった。スージーさん、前の年もさ、コロナなったけど、その時はさ、ほんと、何回も言ってるけど、倦怠感だけで済んだのにさ、熱、咳、鼻水、そして味覚と匂いがなくなりみたいなのでめっちゃ大変だったよ。それだけではないと思う。そうなのコロナの影響もあるだろうけれども別の影響もありますと。そうか、実家に帰ったら急に健康体になるからな。健康体になったらもう最強よ。でもその前にね、お母さんが送ってくれた牛肉食べるからね、多分貧血治るわお母さんが送ってくれたちょっと高そうな牛肉、どうやって食べようって今そればっかり考えてるもん。すき焼きにするべきかなと思ってるけど、すき焼きな、それこそ鉄のフライパン買って焼いたら美味しいんやないやろかと思ったりもしている。でもな、2万のマイク買っちまったしな。ちょっと我慢するか。くそー、なんでマイクを買ったんだ肉ですね。すき焼きいいな。すき焼き美味しいよね。純粋に全身的に免疫力落ちてるんやろな。そっか。じゃあストレスも原因ですね。肉食べに行きますね。来ますか？全然いいですよ。スージーさんち来ても来れるなら。マイク・タイソンねっていつもなんかミランダ・カーとか全然違うの出してくるんだよな。マイク・タイソンって何の人だっけ？なんだっけ、ボクシングの人だっけ？なんかスポーツ系の人だよね、多分。静岡市に着いたら連絡してくれればね、お迎え行きますんで、静岡駅集合ということでガチでスージーさん今さ、毎日ニートなので、毎日ニートってなんやねん。ニートなので、静岡市来ましたって言ってくれたらとりあえずお迎えには行ってあげますでもお金がないのでなんかおごったりとかはできません。行こうと思えば行ける、知らんけど。全然来てくれてもいいですよ。スージーさんもね、なんかいろいろと吹っ切れたから、マジでもうあれだもん、家凸されてもなんとも思わんもん。家凸されてなんか刺されて死んでもまあいいかぐらいの感じもう今最強だからね、いろいろあって。
だから本当スージーさんが静岡いる間だったら会いに来てくれてもいいっすよ。ちょっと福岡はね、実家なんで、ちょっとあれですけれども。静岡は全然 OK。真面目に行こうとしたらいけるよね。まあでも、アブレンガーさんはな、ちょっと、暴力的やからちょっと勘弁してもろて。声小さくて殴られる可能性あるからちょっと怖いな。静岡旅行するときスージー誘えば今あるメンバープラススージーついてくる。スージーついてってもいいのなんだったら福岡の方が行きやすい。あ、ほんと。スージーさん福岡まだ勉強してないからね。福岡のなんか福岡帰ったらちょいちょいお休みの時にいろいろ観光地って皆さんに紹介しようと思うんですけど、まあそういうモチベーションもあるんですけど、やっぱお友達とかいるから一緒についてきてもらったりとかもできるからね。福岡天神行きたい。天神ね。まあいろいろありますね。なんかスージーさんが引っ越してる間にまたなんか新しいお店ができてて、あそこはね結構なんかその新しいお店がすぐできるからおすすめですね。またね知らない間になんかアイスのお店とかできてて、そこも行きたいんだよね。引っ越す前にさ、なんかドーナツのお店とかもできてて、そこも行きたかったんだけど行けてなくて、もう行きたいとこがいっぱいある。福岡妹たちが住んでるからいつでも行ける。あ、そうなんだ。そうなんだね。福岡ね。まあスージーさんちょっと福岡の若干田舎の方ですからね、実家が。ちょっとお迎え行くまでに時間かかりますけれども友達やりら多いから初対面なら縁側くんより怖い。そうなじゃあ無理じゃん。スージーさんめっちゃビビってしょぼーんってしちゃうよ。あこんにちはーっつって福岡も静岡も同じくらいの距離。大阪だとそうなるのか。あれ新幹線で行くなら福岡の方が行きやすい説ある。最初につけるタイプつけちゃったりする。その時によるけど、って言っちゃう時あるくない？ない？大阪やんって。そう、大阪アブリンガーさんね。大阪やったらまあ車で行くと話は変わってくるけど、新幹線なら福岡の方が行きやすいですね。新幹線と飛行機なら。私もついてるな。ついちゃうね。って。それでとか言ってしまう。ないでしょって。友達はつける人クソ嫌ってる。本当じゃあ仲良くなれんね。もうアブリエンガオさんダメやね。やめとこやめとこ。恐ろしいわ。怖すぎる。もう怖くて会えないわ。まあでもそのうちオフ会できたらいいんですね。どうにかして。ねこれねとかはあるけど、まあそれはちょっと違うもんね。陰キャ特有と言ったら言い方があれですけど、ちょっとねどもると言いますか。どうだろうね。スージーさんもなんか人見知りする時としない時があって、だからわかんない。いやでもね、多分スージーさんが人見知りしない時って相手が人見知りの時なんだよね。多分相手が人見知りの時と
会社でスージーさんより後に入ってきた人に対してはスージーさん人見知りがないんだけど、大阪来れば縁側くんと会えるし、縁側くんが大阪ナビゲーションしてあげる。いやー、でもあれやん、縁側くん彼女おるからさ、ダメやろそれは。まあ複数人ならありかもしれんけど、めっちゃわかる。そんな感じよね、やっぱね。そういう、やっぱそうなのかな。人見知りあるあるなのかな。相手が人見知りだと割と人見知りじゃなくなるみたいな。先に伝えればいいらしい。そうな。まあ言うてね、彼女の方が大事だからっていうのがあって、まあお昼にちょっとお茶するだけぐらいならって感じかな。大阪ね、大阪、まあ福岡からならそんな行くのは苦じゃないけどね。まあまあその辺はあんまり期待しないでもろて、東京来れば案内できる。ほんと東京ね、東京で見るとこいっぱいない？あ、もうね、東京タワーとか割とね、観光地みたいなとか割と行ったことあるかもしれない。東京タワーとかスカイツリーとか、あと浅草も行ったことあるでしょ。浅草雷門のとこ雷門のとこ行って、あとはなんだっけ、築地も行ったよ。築地市場見に行ったよ。市場市場、うん。あとは六本木ヒルズとかも見て、あ、こんな感じかーとなったりとかあと何見たかな、なんかいろいろ見たね。竹下通りとかも行ったし、割と行ってますね。石川なら OK。 石川もね、なんか女性に人気の観光地ありますよね。金沢市ね、行ってみたいんですけどね、ちょっと交通の便の関係でなかなか思い切れないっていう。私ないわ。どこ行ってないの？浅草ね、人力車乗ったの覚えてる？人力車は乗ったことない。ねえ、福岡県も人力車があるとかあるらしいんだけど、どうなんだろう、まだ走ってんのかな。まあでも乗らないですかね。人力車ってどんな感じなん？わあ、速い速いってなんのかな。言うて人力やからね。ペンギン見に行くかって。どこに？水族館？何気もう10時40分や。明日ね、朝8時から引っ越し業者のバトルがあるんでとりあえず今日11時には寝よっかな。ふー、何ご飯食べてきた？っていうかキーボード大丈夫なキーボード大丈夫なんすか？デュエルスタンバイ。引っ越し業者バトルねどうしよう、片方が永遠に俺のターンとかしだしたら
風呂入ったら目覚めた。ちょっと時間経ったら眠くなるんじゃない？軽くなんか体温下がったら。お布団入りな。髪の毛乾かして。キーボードおかしいから明日買いに行く。そうしてくだされ。スージーさん、そういえばさ、こっちに来てパソコン買い替えたからさ、パソコン買い替えたらさ、なんかキーボードとマウスまでついてきちゃったけどさ、それ使わないんだけど一応持って帰った方がいいよね、実家に。なんか壊れた時用に。邪魔だからなるべく物減らして帰りたいからさ、今日も服捨てまくったんだよね。別に新しく買い足したわけじゃないのに。全然こっち来て服、なんか仕事関係の以外の買ってないんだけど、でも、あれなんだよね。服着てないな、これ。じゃあ捨てるか、つって。もうマジでミニマリスト化してる。まあいいことだけどね。またおパンチ履くのめんどい。早く履きなさい。もう、おパンチ履かんでどうするん？全裸でうろちょろするんか、お前。さっさと履きなさいよ。見積もり書ドロー。どうしよう、迷う。どっちにしよう、それ。じゃあ、酒井が米くれるから酒井かなみたいな感じになるよね、もうそこはね。あ、じゃあお米もらったんでこっちで、つって。ちょっと待ってください、つって。うちは菓子折りを持ってきましたとか言って、そういう戦いになるかもしれん。オフ会遊戯王持ってくか。デュエルしだす、オフ会で急に。デュエルスタンバイって急にしだすのびっくりする。なんか例えばさ、オフ会でさ、5、6人集まるとして、スージーが遅れていった時にさ、みんな遊戯王してたらビビるもん。えみたいな。どうしたらいいかわからんもんね。ちょっと一回開けた扉を閉めて入るの躊躇する。多分本当にわかる？ミニマリスト化してるの？キーボードとかマウスとかできるだけ捨てない方がいいかも。そうね、そうするわ。やっぱ壊れた時の予備があった方がいいからね。二択で悩んでも選んでない方が良かったって思う。円楽くんカードマジでわからんから大丈夫。あ、そうな。オフ会で遊戯王大会始まっても一人だけ宣で待っとく。数字のこと。最近 TRPG とかしてみたい。TRPG って何ですか？困った時はハードオフに捨てに行こう。ちょっとでも金にしようって。マジでこたつとか捨てる時引き取りに来てくれるやつちゃんと前日に来てくれるかな。そこよね。前日に合わせて来てくれんとさ、いろいろ困るよね。冷蔵庫とか洗濯機とか。物干し竿も引き取ってくれるよな、多分。なんかそこら辺もいろいろ困る。みんながカードゲームしてたらさすがにスマホいっちゃうか。みんなで話そうやって泣きながら泣くなって、そんなことでみんなびっくりするって。みんなもカードゲームやめてよとかって泣き出したらビビるよ。すいませんってなって。原神3番っす。ね、健康診断の結果発表終わりましたんで、今、11時まで雑談して終わろうかなって感じです。スージーの健康診断の結果はぜひアーカイブでご確認ください。まあほぼ大したことないけどね。
言うて。TRPG 説明むずいから調べた方が早い。なんだっけ、忘れたな。なんか聞いたことはあるけどね。 TRPG とはタグについて。TRPG とはテーブルトークロールプレイングゲーム。進行役とプレイヤーが協力して一つの物語を作り上げるゲームです。あ、これなんかシナリオ考えないといけなくてめんどくさいって誰か言ってたわ。俺よくわからんのになんかシナリオ考えないきんくなってさ、みたいな。スージーには無理だなって思ったやつだわ。縁側くん、はあ、みんなで会うの初めてやからカードとかやめろよ。人と話そうや。怒んなって、しょっぱなから。結論、仕事に追われ女性の結果みたいな感じ。視力裸眼 1.5 の私にはかなわなかったか。すごいね。めっちゃ視力いいじゃん。スージーさんもね、子供の頃は視力良かったんだけど、だんだん落ちていきましたね。言うてもね、ここのリスナー視力悪い人ばっかりやったからね、スージーまだ目、そんなに悪くない方だということが分かったけど。誰も勝てないね、1.5 はね。ちょっと強すぎるね、最強やね。子供の時は 3.0 ありましたとか言いそう。どっかの、なんかね、狩猟やってるような民族と同じぐらいありそう。負けたクソってラブリーンガオさん全然あれやん。視力スージーにも負けてたやん。視力落ちる日本人の差が。そうなの？他の国の人は落ちないの？逆に。まあでも視力落ちなくてもあれ老眼とかでまたあれなのかな、大変になるのかな。スージーさん老眼のことはまだわからないけど、そのうち老眼になって目をこうやってこうなんか薄めにして見たりするんやろな。別に悔しくないもんねってまあ視力が負けたところで悔しいもなんもないやろ。絶対視力では負けないと思ったのにとかって。コンタクトありで 1.1 やからコンタクトありでも負け悲しい。マサイ族とかでも最近スマホを触ってるから一般人とかと視力変わらんらしい。そうなん？マサイ族ってスマホ持ってるん？そうなん。まあでもね、あの人たちも便利な生活を送りたいやろうしね。そのうちあれやろうね、なんか民族、そういう民族はおらんくなるんやろね。みんな同じような生活をしだすんやろね。近眼と老眼の合わせ技一本ですって大変そう。近視とか遠視とかもよくわからんけど、乱視とかね、いろいろあるよね。大変そう。なんだっけ、なんか民族、なんだっけ、なんかね、大学生の時にそういう民族について勉強する研究してる先生がおって、日本とかでもなんかすごい都会からだいぶ離れたなんか集落みたいなとことかではなんかその独特の風習っていうかそういうのがあるからみたいな、そこになんか何年も住んでなんかそういうのを研究するみたいなのを言ってたけど、とかまあ外国もどこだっけな、ラオスかどっか行ってみたいな、どこだっけ
オスではない気がするんだけど、行ってやるけど、やっぱりなんかよそからの文化が入ってきて、本当に研究したかったところがなかなか研究できないみたいな言ってたもんね。そこに馴染むまでなかなかいろいろ見してもらえないからみたいな。私は禁止の卵子持ちで夜月を裸眼で見る30個ぐらい。わお。もうそれは月じゃなくて星やん。大きめの星。マジでおパンチ履くのめんどい。持つまで。持ったらもうね、履くしかないけど。タンスに入ってるん。さっさと持っておいで。さっさと履きなさいよ。風邪ひくよ。もうずっとパンツ履かんからなこいつ。もう洗面台置いてある。そうなん。さっさと持って履きな。同じく乱視で月が何重にも見えます。乱視になるといっぱい見えるんだ。そういえば今日は星が綺麗に見えますね。そうなんですか？スージーさん全然夜空を見上げてなかった。いつやったっけ？そう、ひさちゃんとご飯行った時にね、久々にゆっくり歩いて帰ったからね、空を眺めながら帰って、こんな感じかーって。多分スージーさんの実家付近よりもね、星が綺麗に見えた気がしましたね。大阪ダイエット会なので見えません。そうだろうね。ベテルギウスだ。どういう形かわからんけど、スージーさんはオリオン座しかわかりません。オリオン座と北斗七星しかわかりません。見ても。上を向いて歩いて涙がこぼれないようにね。もう大丈夫です。もうとりあえず泣くことは今のとこないと思いますけどね。そういえば予定より早く仕事を辞めたことによってオフコラボのね日付が早まりそうなので、皆さんぜひたこ焼きの具おすすめ教えてください。ここはいつも綺麗見えれば。雲とかあれですかね。オリオン座ですよ、ベテルギウスは。そうなんだ。のうちの一つの星なんだね。かっこ統治って。寒くて涙がちょちょぎれますね。そうね、寒くてさ、なんか風が目に当たったりしたら、スージーさんも風が強い日は涙が出ますね。つい最近アニメ見て泣いた。いいアニメあった？スージーさんは最近は呪術廻戦途中まで見たのと、あと進撃の巨人最後まで見ましたね。でもなんかちょっと数字的には終わり方がいまいちだったですね。なんかそういう感じみたいな。まあでも悲しかったね、最後の最後。まだ見てない人とかやってネタバレになったらいけないんで言いませんけども、オフコラですね。そうです、オフコラです。いつになるかわかんないけど、12月の中旬、まあね、クリスマスイブよりは前になりそうな感じですね。まあそうじゃないと数字引っ越しがあるから。明石焼きは美味しいよ。明石焼きタコパで作るかね。タバスコでも余るやん。数字タバスコを実際使ったことないんやけど、どうなんあれ味。辛いだけ？エビとか。数字さんエビあんま好きくないんだけどな。寒くて草も生えん。ずんどらきこ。どういうこと？
市役所ってアニメ見てないた。クリスマスオフコラボしても見られへん。クリスマスは大丈夫や。オフコラボはせん。ロシアンたこ焼き怖っ。なにわさび入れる？そもそも寿司屋は酢のたこ焼きって何入れるん？タコとキャベツ、あとあれ揚げ玉、タバスコオムレツにかけるとうまい。そうなんや。マジでタバスコ何にもかけたことないからわからぬな。クリスマスって何ですか？スージーもよくわかってないんですけど、なんかクリスマスっていうか12月の24ぐらいになるとなんか日本人はしゃぎ出す人が多いんですよね。なんでかはちょっと数字もよくわかんないんですけど、なんかねそのあたりにねなんかクリスマスっていう単語がなんか聞こえた気がしますね。一口サイズのチョコとチーズとあれが三強。最後のあれなんやねん。チョコとチーズ分かったけど最後のあれなんやねん。分かってる方が異端的なとこあるよね。そうそう。クリスマスなんかね、なんでか分からんけど12月24日にはしゃいどるやつめっちゃ多いけどさ、24日は何でもない日なんよな。ガチでガチで何も関係ない日なのにさ、日本人ってさクリスマスの前日の方がはしゃぐよね。クリスマス苦しみます。かぶった25日休み。25日月曜日よね。24が日曜日よね。去年は24、25土日やったよね確かね。記憶が正しければ。去年ね12月24、25はねはしゃいでる人が多めだったと思うんですけれども、来月も映画三昧。いいことですね。24の予定はイルミネーション見て、25はパーティーしますね。いいですね。楽しんでください。スージーさんはおそらくいつも通り配信をしてる予定ですね。まあ予定はあくまで予定なんで分かりませんけれども、おすすめの映画はスージーさんは映画ちょっと見ないんで分かんないんですけどもね。25平日か。24は日曜日か。そうよね確か。ちょっとサンタさんは全然 OK ですね。そういえばあれ以来バロしてない。スージーもしてない。バロラントしてないし、なんかもうエーペックスもなんか久々にやったら酔うしでもうできない。 FPS が全然できない。まあ言うて他のゲームに忙しいけどね最近は。バロラントはフルパじゃないと楽しくないしな。難しいよね。ということで11時になりました。15日に屋根裏のラジャー、20日にスパイファミリー。そうなんだ。ちょっと屋根裏のラジャーはよくわからんけど、ハングドオーバーおすすめ。春から笑える。そうなんだ。ということで11時になりましたので配信を終わりたいと思います。明日土曜日やからね、みんな休みではないと思うけど休みの人多いでしょうから、ゆっくり休んでください。
ということで、おやすじー。